のささやきの朗読や高校3年の夏休み、俺たち5人はキャンプに行くことになった。メンバーは、俺、匠、蓮、ゆうた、たける。中学の頃からいつも一緒につるんでいる連中だった。行き先は山の中にある小さなキャンプ場だった。近くには川が流れていて、周りには林しかない。電波もほとんど入らないような場所だった。こういう場所に行こうと言い出したのは匠だった。高校のうちに一回くらいちゃんとキャンプしとこうぜ。ただそれだけの理由だった。昼過ぎに着いてテントを立てて火を起こして肉を焼いた。ゆうととたけるは火起こしで騒いで、蓮は黙って川を見に行って、匠はずっとスマホで写真を撮っていた。俺はというと特に何をするでもなく、少し離れたところから川を眺めていた。その川は思っていたよりも流れが速くて、深いところは底が見えなかった。水の色が濃い緑というか、黒に近い色をしていた。石を一つ拾って川に落としてみた。ポチャンという音がしてすぐに見えなくなった。そしていつの間にかユータが横に立っていた。ユータは川を覗き込みながら少し嫌そうな顔をしていった。俺さ、こういうところちょっと苦手なんだよね。え？どうして？って聞くと、ユータは少し笑っていった。下見えないとさ、なんかいそうじゃん。足とか掴まれそうで。冗談っぽく言ってたけど、ユータはそれ以上川に近づこうとしなかった。その時レンが戻ってきて言った。この川って昔流された人がいるらしいよ。管理人から聞いた話らしかった。ずっと前に子供が流されてしばらく見つからなかったらしい。見つかったのは少し下流の岩が多い場所だった。岩と岩の間に体が挟まった状態で見つかったらしい。そこでレンは少しだけ間を空けてから言った。見つかった時笑ってたんだって。タケルが、え？と声を出した。レンは少しだけ笑いながら説明した。溺れた人は苦しそうな顔ではなくて、口が開いたまま固まって、笑ってるみたいな顔になることがあるらしい、という話だった。その話を聞いてから、なんとなくみんなあまり川に近づかなくなった。夕方になって山の向こうに日が沈むと、急に周りが暗くなった。街灯なんてものはなくて、テントのランタンの光だけがやけに明るく見えた。やることもなくなって誰かが言い出した。肝試しをしようと。キャンプ場から少し上流に行くと古い橋があるらしく、そこまで行って戻ってくるだけという単純なものだった。懐中電灯は2本しかなかったから2人ずつで行くことになった。順番は最初に俺とユータ、次に匠とレン、タケルはテントで待っている係になった。夜の山は思っていたよりずっと暗かった。ライトを消したら本当に何も見えなくなる暗さだったんだ。橋までは川沿いの細い道を歩いていく。右側が林で左側が川。ずっとザーっていう川の音がしていた。橋に着いてからは写真を撮って少しだけ休んで、俺たちは来た道を戻り始めた。帰り道は行きよりも暗く感じた。俺が前を歩いて、ユータが後ろを歩いている。しばらく歩いていると、後ろから足音が聞こえなくなった気がした。気
気のせいかとも思ったけど、なんとなく気になって俺は振り返った。あれ？ユータ？少し間があってから暗闇の中から声がした。何？いるよ。声は少し離れたところから聞こえた。懐中電灯を向けると、ユータは川側の方に立っていた。道から少し外れた石が多い場所だった。何してんだよ。悪い。ちょっと足滑らした。そう言ってユータは笑った。それからユータは道に戻ってきて、また俺の少し後ろを歩いた。やがてキャンプ場の明かりが見えてきて、テントのところにまで戻った。タケルが、おかえりって言って、入れ替わりで匠とレンが橋の方へと歩いて行った。俺は椅子に座って、ぼんやりと火を見ていた。パチパチっと音がして、火の粉が時々空に上がっていった。どれくらい時間が経ったのかわからない。10分くらいだったと思う。やがて匠とレンが戻ってきた。マジでなんもないな、と匠が言った。暗いだけだったよ、とレンも言った。だけどその時タケルが言った。あれ？ユータは？俺は顔を上げる。え？ユータトイレ？そう言われて、俺は周りを見た。テントの中、車の近く、炊事場の方。どこにもユータはいなかった。いや、一緒に戻ってきたけど。俺がそう言うと、匠が変な顔をした。え？俺らが戻ってきたとき、お前とタケルしかいなかったぞ。レンも何も言わずにうなずいた。その瞬間、背中が少し寒くなった。いや、さっきまでいたって。そう言いながらもう一度周りを見たけど、やっぱりどこにもいなかった。その時どこからか水の音が聞こえた気がした。ザーッという川の音ではなくて、もう少し近い、ポチャンという音だった。俺たちはユータの名前を呼びながら川の方へと歩いていった。暗い川は昼に見た時よりずっと黒く見えた。俺たちは懐中電灯を持って川の方へと向かった。さっき、ポチャンと音がした気がした場所の方だった。夜の川は昼間とは全然違って見えた。流れている水が黒くて、どこが浅くてどこが深いのかわからなかった。ライトで照らしても水面が光るだけでその下は何も見えなかった。ユーター！匠が大きな声で名前を呼んだ。でも返事はなかった。少し離れた場所からタケルが言った。なあ、さっきの音、あっちじゃない？指さしたのは、俺とユータがさっき通った道の下、川に降りられそうな石の多い場所だった。俺は少し嫌な感じがした。さっきユータが足を滑らせたって言って立っていた場所になんとなく似ていたからだ。俺たちは足元を照らしながらゆっくりとそこまで降りていった。石が濡れていてかなり滑りやすかった。ユータ、いたら返事して。レンも少し強い声で叫んだ。その時だった。チャプと水の音がした。みんな一瞬黙って音がした方にライトを向ける。でも何もいなかった。流れている水と岩しか見えなかった。今、なんか落としたよな、とタケルが小さい声で言った。誰も、しなかった、とは言わなかった。俺は川の中をライトで照らした。岩がいくつもあって、水の流れで影が揺れていた。その影の中に一瞬だけ、人が立っているように見えた。膝くらいまで水に浸かって、こっちを向いて立っているように見えた。俺は思わず声が出た。
ユウタ？ライトを少し上に向ける。でもそこにあったのは人ではなくて少し大きな岩だった。影が人の形に見えただけだった。ユウタいた？と匠が聞いた。いや、岩だった。そう答えたけれど、さっき一瞬見えたものがどうしても岩には思えなかった。その時後ろの方から声がした。おーい。全員一斉に振り返った。暗闇の中にライトが2つ見えた。キャンプ場の方から管理人のおじさんともう一人の大人が歩いてきた。匠が連絡していたらしかった。まだ見つからないのか？管理人のおじさんがそう言って俺たちのところまで降りてきた。俺たちは一緒に橋に行ったこと、帰り道で一緒にいたはずなのにいなくなったことを説明した。管理人は少し黙ってから川をライトで照らしてこう言った。流されたかもしれないな。その言葉を聞いた瞬間、さっき聞いた話を思い出した。昔流されて岩に挟まって笑って見つかった子供の話。急に川の音が大きく聞こえた気がした。今日はもう危ないから探すのは明日にしよう。警察にも連絡する。管理人がそう言った。いや、でも、とタケルが言いかけた。その時また近くで音がした。ぽちゃん、と。全員音のした方を見た。ライトを向ける。水面が少しだけ揺れていた。その揺れの向こう側、岩と岩の間の暗い隙間が誰かの口みたいに見えた。俺はなんとなく思った。あそこに何かが挟まっているような気がするって。でもライトをずっと当てていると、ただの岩の隙間にしか見えなかった。それで結局、ユウタは見つからなかった。俺たちはほとんど眠れないまま朝になって、親と警察が来て事情を説明して、そのまま家に帰された。帰る前にもう一度だけ川を見に行った。昼間の川は昨日と同じはずなのに、全然違う場所みたいに見えた。夜に見たあの黒い水の場所がどこだったのかわからなかった。その時レンが小さな声で言った。なあ、昨日さ、俺ら橋から戻るとき、一回後ろから足音聞こえなかった？俺は何も言えなかった。その夜の帰り道で、俺は確かに後ろから声を聞いた。いるって。あの声が本当にユウタだったのか、その時はまだわからなかった。ユウタがいなくなってから3日後だった。警察と消防が入って川の捜索が本格的に始まったと匠から連絡が来た。俺たちも来るようにと言われて、その日の朝もう一度あのキャンプ場に集まった。あの日と同じ道を通って同じ駐車場に車を止めて同じ川の横を歩いた。まだ川のはずなのに、その場所だけ少し寒い気がした。川の少し下流の方に警察と消防の人たちが集まっていた。ロープを張って長い棒みたいなもので川の中を探っていた。俺たちは少し離れたところでそれを見ていることしかできなかった。どれくらい時間が経ったのかわからない。1時間くらいだったかもしれない。その時、川の中に入っていた人の一人が大きな声を出した。いたぞ！空気が変わったのが分かった。周りにいた人が一斉にその場所に集まる。俺たちも気づいたらそっちに近づいていた。下がってください。と言われたけど、少し離れた場所から川の中が見えた。岩がいくつも重なっていた場所だった。水の流れが少しだけ強くなっているところだった。
その岩と岩の間に何かが挟まっていたんだ。最初それが何なのかわからなかった。だけど服みたいなものが見えて、白いものが見えて、それから人の腕が見えた。消防の人が何人かで川に入って、挟まっているものを引き上げようとしていた。でもなかなか動かなかった。挟まってるなぁ。誰かがそう言ったのが聞こえた。だけどしばらくして体が少し動いて岩の間から顔が見えた。その顔はユータだったんだ。目が開いていて口も開いていた。水の中でゆっくりと体が揺れている。そして笑っているように見えた。少し離れたところで警察の人たちが俺に言った。おそらく足を滑らせて落ちてそのまま流されたんだろう。ここで岩に挟まって動けなくなったんだな。足を滑らせて落ちた。その言葉を聞いた瞬間、あの夜のことを思い出した。帰り道、後ろから足音が聞こえなくなって、俺が振り返った時のこと。暗闇の中にライトを向けたら、ユータは川側の石のところに立っていた。ちょっと足滑らせた。そう言って笑っていた。あの時、ユータの靴は濡れていた気がする。俺は警察の人に聞いた。ここって橋から戻る道の途中ですか？警察の人は少し考えてから言った。そうだな。上流の橋から流されたなら、この辺りに引っかかってもおかしくはない。俺はもう一度川を見た。岩と岩の間に挟まって引き上げられたユータの体は地面に寝かされて青いシートをかけられた。でもシートをかける前、最後に一瞬だけユータの顔が見えた。口が開いたまま笑っているみたいな顔だったんだ。その顔を見た瞬間、思い出した。あの夜俺が振り返って、ユータと叫んだ時、少し間があってから暗闇の中から聞こえた声。ここにいるって。もしあの時もうユータが川に落ちて、流されて、この岩の間に挟まっていたとしたら、あの夜俺が後ろから聞いた返事は、一体誰の声だったんだろう。これは遺品整理の仕事をしている自分が今でもはっきりと覚えている依頼の話です。依頼主は本人でした。最初の連絡は電話で、落ち着いた男の声がゆっくりとこう言ったんです。自分の部屋を整理してほしいんです。この仕事では珍しくありません。入院や施設に入る前に身の回りを片付けておきたいという人は多いからです。ただ、その人は少しだけ言い方が違いました。近いうちにいなくなるので。穏やかな口調なのに、その一言だけが妙に耳に残りました。俺は深く聞かずに、住所と日程だけを確認して電話を終えました。そして最後にその人は少し間を置いてからこう言いました。当日は多分立ち会えませんが、全部お願いいたします。妙に丁寧で言葉を選んでいる感じがありました。そして当日、俺は指定されたアパートへと向かいました。古い2階建てで、外階段を上がるときに足音がやけに響くような、そんな建物でした。昼間なのに静かで、生活の気配が薄い場所でした。そして2階の一番奥がその部屋でした。扉の前に立ったとき、ふと違和感がありました。音がしなかったんです。テレビも人の動きも何も聞こえない。
それはまるで空室の前に立っているみたいでした。インターホンを押しましたが、反応はありませんでした。もう一度押しても同じでした。その時ドアノブに鍵が刺さっているのに気づきました。少し迷いましたが、依頼内容を思い出して鍵を回しました。そしてあっさりと開きました。そしてドアを開けた瞬間、少しだけ冷たい空気を感じました。エアコンの冷たさとは違う、温度のない感じの冷気でした。そして中はきれいに片付いていたんです。生活感はあるのに散らかってはいない。むしろ途中で時間が止まったような、そんな印象でした。テーブルの上に一枚の紙が置かれています。近づいてみると手書きのメモでした。来ていただいてありがとうございます。そしてその下に処分してほしいものが事細かく書かれていました。家具や衣類、本や小物までかなり丁寧に分類されていました。そして最後にこう書かれていたんです。全部お願いします。部屋の中を一通り確認しましたが、依頼主はいませんでした。風呂場もトイレも押し入れも空でした。立ち会いはないと聞いていたので、俺はそのまま作業を始めました。段ボールを組み立てて、本や衣類を仕分けていきます。最初は普通の現場でした。ですが、しばらくしてから違和感に気づいたんです。物がやけに整いすぎているんですよ。生活していたはずなのに、使われた痕跡が薄い。シンクの横に並んだコップは、どれも乾ききっていて、水滴が一つもない。本棚の本もきれいに整いすぎている。途中で読んだ形跡がなかった。それはまるで生活していた人がいなくなったというより、最初から使われていなかった部屋のようでした。その違和感に気づいた時です。すぐ後ろで小さな声がしました。ありがとうございます。驚いて振り返りましたが、誰もいません。玄関は閉まったままでした。俺は気のせいだと思いました。こういう現場では神経が過敏になることもあります。そして俺はそのまま作業に戻りました。そして棚の上の箱を手に取ったとき、また声がしました。それもお願いします。今度ははっきりと聞こえました。しかもすぐ近くで。手が止まります。そしてその声には聞き覚えがありました。電話で話したあの依頼主の声でした。俺はゆっくりと部屋の中を見回しました。やはり誰もいません。ですがそれ以降、作業を合わせるように声が聞こえてくるようになりました。助かります。それも、そこもお願いします。一定の距離を保つように、常にすぐ後ろから聞こえてくるんです。振り返っても誰もいない。それでも気配だけは確かにあるんです。だんだんと部屋の空気が重く感じるようになってきました。そしてここで初めて俺は作業の手を止めました。そして管理会社に電話をかけたんです。担当者は部屋番号を聞いた後、少し黙りました。それから落ち着いた声でこう言ったんです。ああ、その部屋の方ならもう亡くなっていますよ。その一言で頭の中が真っ白になりました。俺は思わず聞き返しました。え？担当者は続けました。発見されたのは数日前ですね。身内の方から片付けの依頼が入る予定だったんですが、そこで言葉が止まりました。
俺は何も言えませんでした。電話を切った後、ゆっくりと顔を上げました。さっきまでと同じ部屋のはずなのに、もう誰もいない部屋には見えなかったんです。むしろ、誰かがずっと見ている部屋に変わっていました。その時です。すぐ後ろではっきりと声がしました。まだ終わってませんよ。さっきまでよりも近い、ほとんど耳元の距離でした。振り返ることができませんでした。そこにいると分かってしまったからです。全部お願いしたでしょ。そして低くゆっくりとした声でした。その瞬間、自分の体が勝手に動きました。止めようとしても手が動くんです。また作業を再開していました。頭ではおかしいと分かっているのにやめられない。箱に物を詰めながらずっと同じ声が聞こえていました。それもそこもお願いします。そして気づいたんです。その声は少しずつ近づいてきていることに。その声は少しずつ近づいてきていました。最初は背後の少し離れた位置だったはずなのに、作業を続けるほどに距離が詰まっていくんです。それもそこもお願いします。声は相変わらず穏やかで丁寧でした。だからこそ余計におかしいんです。まるで本当にすぐ後ろに立って指示をしているみたいでした。俺は振り返ることができませんでした。一度見てしまったら終わる気がしたんです。手は止まりませんでした。止めようとしても勝手に動く。本を箱に入れて衣類をまとめて小物を仕分けていく。その度にありがとうございますとすぐ後ろで声がする。そしてだんだんと息がかかるような距離になってきました。首の後ろがじわっと冷たくなるんです。それでも俺は作業を続けていました。いや、続けさせられていました。どのくらい時間が経ったのかわかりません。気づいた時には部屋の中はほとんど空になっていました。家具も小物もほとんど運び出す準備ができていました。残っていたのはテーブルだけでした。そしてその上に最初から置かれていたあの紙。気づくと声が止まっていました。あれだけずっと聞こえていたのに、急に何も聞こえなくなったんです。そして部屋が妙に静かになりました。さっきまでの気配も消えていたんです。俺は恐る恐るゆっくりと後ろを振り返りました。だけど誰もいませんでした。やっぱり最初から誰もいなかったみたいに。その静けさの中で俺はテーブルに近づきました。残っているのはその紙だけでした。手に取ると少しだけ湿っている気がしました。さっきまでは乾いていたはずなのに。表には最初と同じ文が書かれていました。来ていただいてありがとうございます。全部お願いします。それを裏返した時です。裏に文字が増えていました。それはさっきまでなかったはずの文字です。最後に。その下にゆっくりと書かれていました。あなたもお願いします。背中が一気に冷えました。その瞬間、玄関の方で音がしたんです。カチッと小さな音でした。そして鍵が閉まる音がしました。外からではありません。内側から閉めた音でした。俺はゆっくりと振り返りました。玄関のドアは確かに閉まっていました。
そしてそのドアの前に誰かが立っている気がしたんです。だけど姿は見えません。でも、そこにいるとわかるんです。俺は動けませんでした。するとその時、すぐ耳元で声がしました。それは今までで一番近い距離でした。まだ残っていますよ。低く、はっきりとした声でした。視線がゆっくりと下に引かれました。自分の手元、それはいつの間にか伝票とペンを持っていました。それは見積書でした。俺が書いたものです。ですが、そこに書かれている内容が一つ増えていました。覚えのない項目、回収対象、そしてその下に丁寧な字でこう書かれていました。作業員1名。そしてその瞬間、俺の足元で音がしたんです。それは何かが落ちた音でした。視線を落とすと、俺の影が一つ多かったんです。ゆっくりとその影が動きました。自分とは違う動きで少し遅れて、ぴったりと重なるように。その時俺ははっきりと理解しました。あの依頼は最初から遺品整理なんかじゃなかった。最後に片付けるものがもう一つ残っていただけなんです。それ以来俺はあの部屋には近づいていません。ただ一つ今でも残っているものがあります。あの時の見積書です。処分できずに手元に残っています。そこには今でもあの一行が消えずに残っています。回収対象、作業員1名。そしてその下に最近になってもう一行増えていることに気づきました。回収予定、未定。それはまるでまだ終わっていないみたいに。これは俺の友人の話だ。高柳っていうやつで、普段は怪談師をやっているんだけれど、正直まだ全然売れてなくってさ、月に稼げても多い時で10万いくかっていうところで、普段はもっと少なかった。ライブだの、配信だのを細々続けてはいるけど、それだけではどうしても生活は回らなくて、バイトも長続きしないような、まあギリギリの状態のやつだった。で、そんな生活を続けていたせいで、ついに家賃が払えなくなって部屋を追い出されたんだ。その時にはもう完全に家なしで、知り合いの家を転々としているような、そんな状態だった。そんなタイミングで、ある日そいつが俺の家に来てさ、今日、ちょっと酒飲ましてくんないなんて言うから、コンビニで酒とつまみを買って、二人でダラダラ飲み始めたんだ。時間もだいぶ遅くなってきて、最初は仕事の愚痴とか、どうでもいい話をしていたんだけれど、そのうち話題も途切れてきて、自然と、これからどうすんのみたいな話になっていってさ。そしてその流れで、高柳が少し笑いながら、でもどこか本気っぽい顔でこっちを見てきて、グラスを軽く揺らしながら、こう言ったんだ。いやもうさ、正直どこでもいいからさ、安いとこない？マジで住めりゃいいんだよ。ネカフェよりマシならさ。冗談っぽく聞こえる言い方ではあったけれど、目は割と本気だった。ああ、こいつは本当に切羽詰まってるんだなって、その時ちょっと思ったんだ。それで俺も軽い気持ちで返したんだ。まあ安いだけなら、あるにはあるんだけどね。一個。そう言った瞬間、高柳がグラスを持ったまま、少し前のめりになってさ。
さっきまでのだるそうな雰囲気が嘘みたいに食いついてきたんだよ。いくら？てか場所どこ？すぐに住めたりする？その勢いにちょっと笑いそうになりながらも、同時に、ああ、これ言うべきじゃないかもなって、ほんの一瞬だけ引っかかったんだ。ただまあ、その時は酒も入っていたし、そこまで深く考えずに続けちゃったんだ。いやー、値段は普通じゃありえないくらい安いよ。多分お前でも余裕でいける。そこまで言うと、高柳は嬉しそうに笑って、すぐにこう返してきた。最高じゃん。で、何？それ訳あり？その聞き方が、いかにもそういうの待ってましたっていう感じだった。こいつの中では、怖い話イコールネタでしかないんだよなって、その時改めて思った。だから俺も少しだけ言い方を濁しながらこう続けたんだ。出るっていうかさ、なんていうかな。そこで一回だけ間を置いて、グラスを傾けながらできるだけ軽く言った。そこのアパート、自殺スポットって言われてるんだよね。その言葉を聞いた瞬間、高柳は一瞬黙ってさ。でも次の瞬間には、むしろ楽しそうに笑っていたんだ。最高じゃん、それ。そう言ってから少し身を乗り出してきて、さっきよりもずっと興味ありげな声で、こう聞いてきたんだよ。で、どういう話？詳しく聞かせてくれよ。あの時、やめておけばよかったんだけどな。俺、そのまま全部話しちゃったんだよ。あいつにあの話をした数日後、高柳から連絡が来た。部屋決まったわ。電話越しの声はやけに明るくて、嫌な予感はしたけれど、聞かなくても分かっていた。あの部屋か？そう聞くと少し間があってから、軽く笑うような声で、こう返してきた。そうそう、例のやつ。いやー、マジで安すぎて逆に怖いわ。その言い方が妙に引っかかったんだよね。でもまあこいつのことだし、止めたところで聞くようなやつでもない。やめとけって言ったろ。一応そう言ったけれど、高柳はあっさりと流した。大丈夫だって。むしろネタになるだろこれ。7日間で死ぬ部屋とかさ、最高じゃん。その時はまだ本当に軽い感じだった。最初の2日くらいまでは。数日後にまたあいつから連絡が来た。今度は電話ではなくてメッセージだった。普通にいい部屋だわ。それだけ。拍子抜けするくらい何もない報告でさ。むしろちょっと安心したくらいだった。そしてその日の夜、また追加で連絡が来た。てかさ、寝室だけちょっと湿気やばい。軽いノリで書いてあったけど、内容だけは妙に気持ち悪くてさ。他は？って返したら、すぐに帰ってきた。他は全然、リビングとか普通。寝室だけなんかジメッとしてる。俺はその時点でちょっとだけ嫌な感じはしていたんだ。そしてそれから1日置いて、今度は電話が来た。電話に出ると少し間があってから、高柳がボソッと言うんだよ。なあ、ちょっと変なこと言っていい？声のトーンが少しだけ低かった。何？そう返すとあいつは少し迷ったみたいに黙ってから小さく笑ってごまかすように言ったんだ。いや、別に大したことじゃないんだけどさ。寝ているときさ、なんか体が重いんだよ。で、朝起きると服がちょっと湿ってんの。
笑いながら言っているんだけれど、内容だけ聞くと全然笑えなかった。汗じゃないの？俺がそう言うとすぐに帰ってきた。いや、それがさ。ここで少し間が空いた。電話越しに妙な静けさがあったんだよ。なんか、水っぽいんだよな。その一言で空気が変わった気がした。それでもあいつは最後まであの軽い感じを崩さなかった。まあ、ネタとしては当たりだわ、これ。そう言って笑って電話は切れた。そして、その次の連絡が来たのは4日目だった。夢、見るようになった。それだけが送られてきて、少ししてからまた続きが来た。井戸の中にいる夢。落ちるんではなくて、最初からそこに立っている。でさ、上から誰かが覗いてくるんだよ。その文章を見たときに、背中がゾワッとしたのを覚えている。あいつにしたら、それすらネタの一部だったのかもしれない。でもなんとなく、あの部屋の話とつながりすぎていた。その日の夜、もう一度だけ電話が来た。出た瞬間、変な違和感があったんだよな。もしもしって言っているのに、声が少し遅れて聞こえるというか、ほんのわずかだけくぐもっている感じがしたんだ。なあ。高柳が少し低い声で言った。これさ、マジで当たりかもしれん。だけどその言い方が前と少し違った。テンションが高いわけでもなくて、ただ妙に落ち着いているんだ。何がだよ。静かなんだよ、この部屋。ほんと何もない。その言葉に理由のない違和感を覚えた。何もないはずなのに何かを隠しているような言い方だったんだ。その後少し沈黙があって、最後にぽつりとこう言ったんだ。これ、いいネタになるわ。そして、その直後に電話の向こうで、ぽちゃんって小さく水の音がした気がした。気のせいかもしれないけど。そしてそのまま通話は切れて、そしてそれ以降、その日はもう連絡は来なかった。その電話の後、どうにも嫌な感じが残ってさ、結局その日のうちに、もう一回だけこちらから電話をしたんだけど、高柳は出なかったんだ。まあ、寝ているだけかもしれないし、とそう思って、その日はそのままにしたんだ。それで次の日、朝になっても連絡がなくて、なんとなく落ち着かなくてさ、気づいたら俺はあのアパートに向かっていたんだ。場所は前に聞いていたから分かっていたし、正直確認しに行くだけのつもりだったんだよ。ただ着いた瞬間に、ちょっと空気が違うのは分かった。別に古いわけでもない。普通のアパートなんだけど、なぜか妙に静かで、音が吸われるみたいな感じがしたんだ。それで階段上がって、例の部屋の前まで行った時に、ちょうど隣の部屋の人が出てきてさ、向こうもこっちに気づいたらしく、少し驚いた顔をしてから、様子を伺うように、こう聞いてきたんだ。あの部屋の方ですか？その言い方が、なんとなく引っかかったんだ。ああ、あいつの友人です。って答えると、その人少しだけ間を置いてから、小さくうなずいて。昨日あたりから静かすぎるんですよ。そこまで言って言葉を濁した。大丈夫ですかね。その一言で嫌な予感がはっきりとした。ちょっと見てきます。って言って、そのまま部屋の前に立ったんだ。だけどノックしても反応がなかった。でも、鍵はかかっていなかった。
ゆっくりとドアを開けたら中は普通だった。生活感もあるし、特に荒れている様子もない。ただ、妙に静かだった。音がないっていうより、何かが抑え込まれているみたいな静けさでさ。そのまま奥に進んで寝室の前に来た時に、足元の感触が少しだけおかしかった。柔らかいっていうか、わずかに沈む感じがしたんだよ。そしてそこで俺は一瞬止まった。で、もう引き返せなくってさ、そのまま扉を開けた。中は暗くて、カーテンも閉まったまま。そしてその中央に高柳が立っていた。こっちに背を向けたまま、じっと動かなかった。おい、高柳。俺が声をかけると、ゆっくりと振り返った。顔は普通だった。普通にいつもの高柳で、ただ、目だけが妙に落ち着いていた。なんだよ、来たのか。そう言って少し笑うんだよ。その様子があまりにも普通で、逆に違和感があってさ。大丈夫かお前。そう聞くと、あいつはあっさりと答えた。何もないって言っただろ。その言葉と同時に足元からじわっと音がした。水ではない、もっと鈍い沈むような音だった。そして俺は見た瞬間、わかったんだよ。床が沈んでいたんだ。いや、違う。沈んでいるんではなくて、引きずり込まれているんだ。高柳の足元がゆっくりと下に落ちていく。なのにあいつ、抵抗しないんだよ。ただ納得したみたいな顔で、小さくこう言ったんだ。ああ、そっちだったのか。そのまま、膝まで、腰まで、音もなく沈んでいって、最後にこっちを見て、こっち、最初から開いていたんだな。そう言って、完全に消えたんだ。その瞬間、部屋の空気が戻った気がした。そして俺はもう、そのまま逃げたよ。後ろも振り返らずに、そのアパートを出た。それで数日後、警察から連絡が来た。高柳は、あの部屋で発見されたらしい。寝室で、仰向けで、全身びしょ濡れの状態で。でも、部屋には水なんて一切なくて、布団も床も乾いたままだった。それで、検視の結果なんだけど、警察が妙なことを言ってさ、肺に水が入っていないんですよ。そう言ったんだ。つまり、溺れたわけではない。なのに顔だけが溺れた人間のそれだったらしい。俺はそれを聞いたとき、思い出したんだよ。あいつが言っていたこと。井戸の底に最初から立っている夢。上から誰かが覗いてくる話。多分さ、あの部屋、7日間耐えると死ぬんじゃないんだ。7日間であっちに立つ場所が決まるんだよ。だから今もあそこにはまだ空いている場所があるのかもしれない。会社の帰り道だった。いつも通る古い商店街の裏通り。シャッターの閉まった店ばかりで、夜になるとほとんど人がいない。その日俺は残業で遅くなって23時を過ぎていた。街灯がチカチカしてやけに暗い夜だったのを覚えている。ふと見慣れない看板が目に入った。スナック暦。赤い小さなネオン。今まで何百回も通っている道なのに、こんな店あったか？しかも古いビルの1階。
半分地下みたいになってて、階段を3段降りる入り口。なぜかドアが少しだけ開いていた。中から薄暗いオレンジ色の光と昭和の歌みたいな古い曲が流れている。俺は思わず言った。あれ？こんなところにスナックあったっけ？俺は気づいたらドアを開けていた。店はカウンターだけの小さなスナックだった。席は7つくらい。でも、客は誰もいなかった。カウンターの奥に女の人が一人。40代くらいだろうか。でも、やけに古い髪型と化粧で、まるで昔の写真から出てきたみたいな人だった。女はゆっくりこっちを見て、少し驚いた顔をした。あら、お客さん？はい。やってますか？もちろん。今日は開けている日だから。開けている日って言い方が少し引っかかった。俺はカウンターに座る。この店って最近できたんですか？ママは少し黙ってからこう言った。いいえ、ずっと前からあるわ。でも俺この道よく通るけど。するとママは少しだけ笑って言った。この店は毎月9日しか開かないの。だからあなたが今日見つけたのも偶然じゃないわね。その時店の奥の壁に古いカレンダーが貼ってあるのが見えた。日付のところに赤い丸がついている。9日だけ全部の月に赤い丸。俺は酒を一杯もらって少し話をした。ママはこの店をずっと一人でやっているらしい。でもどうして9日だけなんですか？俺がそう聞くと、ママはグラスを拭く手を止めた。そして少しだけ下を向いて静かに言った。待っている人がいるの。待ってる人？ええ、大事な人。その人が来るのが9日なの。毎月9日に来るんですか？ママは少しだけ微笑んだ。でもその顔は嬉しそうではなかった。どこか諦めているみたいな顔だった。ええ、約束したの。毎月9日にここで待ってるって。じゃあ、今日も来るんですか？その質問をした瞬間、ママの手が止まった。そしてゆっくりと時計を見た。店の壁の古い丸時計。23時58分。ママは小さな声で言った。もうすぐ来る時間ね。その瞬間、店の外で、コツ、コツ、コツ、と階段を誰かが降りてくる音がした。ゆっくり、ゆっくりと一段ずつ。俺は振り返った。でもなぜかママはこっちを見ていった。ねえお客さん？はい？この後何があっても。そこでママは笑った。でもその顔はさっきまでよりずっと寂しそうだった。驚かないでね。そしてドアがゆっくりと開いた。外の光が少しだけ差し込んで入り口に立っている男のシルエットが見えた。背の高い男だった。黒いコートを着て帽子をかぶっている。顔は暗くてよく見えない。男は何も言わずに店に入ってきて、俺の横を通ってカウンターの一番奥の席に座った。ママは何も驚かずに静かに言った。いらっしゃい。男は少しだけうなずいた。ママ、いつものお願い。低い声だった。ママは黙ってウイスキーをグラスに注いだ。氷がカランとなった。店の中には古い歌が流れている。
でもさっきまで気づかなかったけれど、その曲は同じところをずっと繰り返していた。同じフレーズが何回も何回も。なんだか変な感じがした。そして男がボソッと言った。今月も来たよ。ママは少し笑う。ええ、待ってたわよ。ちゃんと店開けてるんだね。だって約束だもの。もうやめてもいいんじゃないか？その言葉でママの手が止まった。やめないわ。どうして？ママは少しだけ考えてから言った。約束したじゃない。男はしばらく黙ってグラスを見ていた。そして小さな声で言った。俺、もうここに来ちゃいけない気がするんだ。その言葉を聞いたとき、なぜか背中がゾッとした。来ちゃいけない？でもこの人、自分で来てるじゃないか。ママは俺の方を見て言った。この人は昔ね、この店で働いていた人なの。え？そうなんですか？ええ、まだ若い頃ね。この店も昔はもう少し賑やかだったのよ。男は黙ったまま酒を飲んでいる。そしてママは続けた。この人ね、いつも9日に来てたの。お給料日の後でね。男が少し笑った。金が入ると、ここに来てたんだ。いつもカウンターの一番奥の席で同じ酒を頼んで、ママが作る酒が一番うまかった。ママは少しだけうつむいて言った。この人ね、毎回言ってたの。そして男の方を見た。男も小さくうなずいている。そしてママは静かに言った。もし俺が来なくなったら、毎月9日にここで待っててって。店の空気が急に重くなった気がした。そして俺は聞いた。それで、その人来なくなったんですか？ママは少し黙ってから言った。ええ、来なくなったわ。10年前の9日から。え？事故だったの。仕事の帰りにね。俺はゆっくりと男の方を見る。男は黙って酒を飲んでいる。その時やっと気づいた。男の足元、カウンターの下。床に影がなかったんだ。え？と思って時計を見る。0時9分。日付が変わっていた。3月9日から3月10日になった。その瞬間、カランと音がした。男の持っていたグラスがカウンターの上に落ちた。でも、男は触っていない。ゆっくり男の体が薄くなっていく。霧みたいに。男は消える前にママに言った。もうママ、待たなくていいよ。ママは首を横に振った。待つわ。どうして？ママは少し笑ってこう言った。だってあなた、今月も来てくれたじゃない。男は少しだけ悲しそうな顔をして、そして消えていった。店の中にはママと俺だけが残った。ママは何事もなかったみたいに、男が座っていた席に新しい氷を入れて酒を作った。そしてその席に置いた。誰もいない席に向かってこう言った。また来月ね。その光景があまりにも普通で逆にめちゃくちゃ怖かった。そしてママが俺の方を見て言った。お客さん、どうしてこの店に入ってきたの？え？この店はね、
来ちゃいけない人も来るのよ。どういう意味ですか？ママは俺の顔をじっと見てこう言った。あなた、毎月9日この道を通ってない？言われた瞬間ゾッとした。そうだ、残業の日はいつもこの道を通る。そして残業が多いのはなぜかいつも9日だ。そしてママはぽつりと言った。やっぱり、あなたも待たれてるのね。え？ママのその一言の意味がわからなかった。え？待たれてるって誰にですか？ママは少し考えてからこう言った。自分で気づいていないのね。そう言ってカウンターの下から古いアルバムを取り出した。パラパラっとページをめくる。昔のスナックの写真、若い頃のママ、店の前で撮った写真、常連客たちの写真、そしてあるページで手が止まった。この人、知ってる？そう言って見せられた写真。そこには若い男が写っていた。黒いスーツで少し笑っている。俺はその顔を見た瞬間、固まった。え？知ってる？いや、でも。それは俺だった。今より少し若いけれど、間違いなく俺の顔だった。え？ちょっと待ってください。これ俺。そう、あなたよ。いやいやいや、俺このスナック来たことないですよ。ママは静かに言った。来てたわよ、何度も。毎月9日に。頭が混乱してきた。いや、俺このスナック知らないし。その時店の奥の壁を見てしまった。そこには白い紙が貼ってあった。新聞の記事だった。会社員男性、帰宅途中に事故。丸月9日深夜、商店街裏通りの階段から転落し死亡。その写真が載っていた。その写真は俺の写真だった。日付は10年前の9日。え？声が出なかった。俺、生きてますよ。ママは悲しそうな顔で言った。いいえ、あなたは生きていないわ。声が出なかった。そして店の時計を指さした。時計はずっと0時8分を指していた。さっき0時9分になったはずなのに。そしてママは言った。この店はね、0時9分になると終わるの。9日が終わるから。あなたたちは9日が終わると帰らなきゃいけないの。あなたたち？俺はその時気づいた。カウンターのガラスに映っているのはママだけだったんだ。そこに俺は映っていなかった。俺は足元を見る。自分の影がなかった。さっきの男と同じだったんだ。頭の中でママの言葉がつながった。毎月9日だけ店が開く。9日に彼が来る。10年前の9日に事故で死んだ。毎月9日にこの道を通る。来ちゃいけない人も来る。あなたも待たれてる。0時9分になると終わる。俺は時計を見た。0時8分59秒。ママが言った。あなたを待っている人、いるんじゃない？その瞬間俺は思い出した。毎月9日、残業して帰りが遅くなって、この道を通って。俺いつも思ってたんだ。早く帰らないとなって。あいつ待ってるから、って。でも、
誰を？思い出した。アパート、一人暮らしの部屋。電気つけっぱなしの部屋。テーブルの上のコンビニ弁当。そしてスマホの待ち受け。女の人と俺の写真。それは俺の婚約者だった。俺が死んだ1ヶ月後、後を追って自殺したらしい。毎月9日、俺を待ちながら。そしてママが最後に言った。この店はね、待っている人がいる人だけ見つけるの。時計が0時9分になった。店の明かりが少し暗くなる。そしてママは最後に俺に言った。ほら、帰りなさい。どこに？ママは少しだけ笑った。あなたの待っている人のところよ。そして気づいたら俺は店の外に立っていた。振り返ると店はなかった。赤いネオンもドアも階段も何もない。ただの暗い裏通り。でもポケットに店のマッチが入っていた。そこにはこう書いてあった。スナック暦。毎月9日だけ営業。お待ちしております。待っている人がいる方だけ。その日から俺は毎月9日になるとあの道を通る。そしてあの店を探すんだ。待っている人がいるから。あの店は会いたい人がいる人だけ入れる店だから。これは兄が山でいなくなって3日後に帰ってきた話です。こう言うと大抵の人は、遭難して助かった話なんだね、と思います。警察も消防も近所の人もみんなそうでした。見つかってよかった。運がよかった。生きて帰ってこれたんだからそれで十分だろうと。でも私は兄が戻ってきた日の顔を見た瞬間に違うと思いました。兄は確かに生きていました。自分の名前も家族の顔もちゃんと分かっていました。けれど、その目だけが私たちを見ていませんでした。もっと正確に言えば、こちらを見ながら、同時に別の場所を見比べているような目でした。どちらが本物の景色なのか、まだ決めかねているみたいなそんな目でした。兄は昔から山が好きでした。危険な登山をする人ではなくて、どちらかといえば慎重な方でした。天気を調べて、地図を確認して、靴も道具もきちんと揃えてから入る。だから家族も兄が山に行くこと自体はそれほど心配していませんでした。ただその山だけは少し違いました。県境に近い低い山で、見た目はどこにでもあるような山でしたが、昔から妙な言い伝えがありました。秋の終わりから冬の入り口にかけて、山の奥で白い鹿を見ることがある。その鹿を見ても絶対に追ってはいけない。鹿がこちらを見ても立ち止まってはいけない。もし道の先で待っているように見えても絶対に行ってはならない。子供の頃、祖母がよくそう話していました。白い鹿は道案内じゃないのよ。迎えだよ。と。当時私はよくある山のしきたりだと思っていました。暗くなる山の動物を追うな。道を外れるな。そういう教訓が昔話の形で残っただけだろうと。兄も多分同じことを考えていたんだと思います。迷信として笑うことはしないけれど、本気でも信じていなかった。兄がその山に入ったのは11月の終わりでした。朝早くには家を出て、昼には尾根に出る予定だと話していました。昼前に一度だけメッセージが来て、この後上に出る。
帰りに温泉寄るかも、とありました。そしてそれが最後の連絡でした。夜になっても帰ってこず、電話もつながらず、位置情報も途中で途切れていました。父が警察へ連絡し、翌朝から捜索が始まりました。兄の車は登山口の駐車場にありました。荷物も一部は残っていて、途中までは足取りも終えたらしいです。けれど、山は前日の雨で落ち葉が湿っていて、道も曖昧になっていたそうです。夕方まで探したけれど、見つからず、二日目も見つかりませんでした。その二日目の夜、妙な話がうちまで届きました。捜索に入った地元の人たちの中に、山の奥で白い鹿を見たという人が何人かいたんです。ある漁師は沢の向こうに白い影が立っていて、最初はビニールかと思ったそうです。でも、その影はゆっくりと首を上げ、自分を見た。鹿だと気づいた瞬間、背筋が冷えて、見てはいけない気がしてすぐに目をそらしたと言っていました。別の人は林の中を白いものが横切ったけれど、草も枝もほとんど揺れなかったと言っていました。また別の人は確かに鹿の形をしていたのに足音だけが聞こえなかったと言いました。それを聞いた母の顔色が変わりました。祖母の言葉を思い出したんだと思います。白い鹿が出たときは人が一人足りなくなる。連れて行かれるのは山を知っているものだからだと。そして3日目の朝、兄は見つかりました。でも山の中ではありませんでした。登山口からかなり離れた県道をふらふらと歩いていたところを通りすがった人が保護したんです。服は泥だらけで顔色も悪く、唇も切れていたけれど大きな怪我はありませんでした。警察で話を聞かれた兄は途切れ途切れにこう言いました。地図を見ながら戻ろうとしたが、同じ場所へは戻れなくなったこと。そして沢の方へと降りてしまい、日が落ちる頃、林の向こうで白い鹿を見たこと。その鹿が何度も立ち止まって振り返るので、道の目印になるかと思って後を追ったこと。そこまでで私は嫌な汗が出ました。兄は疲れ切っているのになぜかその部分だけ妙にはっきり話したんです。まるで自分でもそこが一番大事だと分かっているみたいに。そして兄は続けました。鹿は近づけば離れ、見失いそうになるとまた少し先に現れる。そしてそのままついていくうちに暗くなってきて雨まで降り出した。そして引き返そうと思った時にはもうどこを歩いているのかわからなかった。すると鹿が細い山道の先で待つように立ち、その奥に小さな祠が見えた。祠の前には低く縄が張ってあった。兄はそれをまたぐかどうか迷った。だけどその時背後で鹿が鳴いた。兄はその声をうまく説明できないと言いました。鹿の鳴き声ではなく、人が喉を潰して絞り出すような声だったと。兄は怖くなって反射的に縄をまたぎ、祠の中へと入った。そこで記憶が途切れ、次に気づいた時には夜明け前の山道を歩いていて、そのまま県道へ出たんだと。その話を聞いた母は、帰宅してから兄に何度も同じことを聞きました。本当に誰にも会わなかったの？祠の中で何も見なかったの？何か持って帰ってきてないの？兄はめんどくさそうに、いや、何もない。ただ迷っただけなんだ。というばかりでした。でも私は、その夜から兄がおかしいことに気づきました。食卓で兄は味噌汁を一口飲んでしばらく黙りました。そしてぽつりとこう言ったんです。薄いなぁ。そして母が、いつも通りだよ。と言うと、兄は少し考えてから、
向こうはもっと濃かった、と答えました。そしてその場がしんと静まり返りました。兄はすぐに、山で変なもん飲んだからかも、と笑ってごまかしましたが、その目は笑っていませんでした。夜も同じでした。兄の部屋の前を通ると、暗い中で兄が立ったままじっとしている。何をしているのかと聞くと、兄は、夜の音が違う、と言いました。こっちは、まだ多い。言っている意味がわかりませんでした。でも兄の口ぶりは、自分の家の夜と、どこか別の場所の夜を比べているようでした。それから兄は、夜中に何度も庭へ出るようになりました。裸足のまま勝手口から外へ出て、庭の奥を見ているんです。父が怒ると、兄は、来てたから、としか言わない。何がと聞いても答えなかった。ある晩、私がふと目を覚ますと、兄の部屋の窓の外に白いものが見えました。最初は月明かりが反射かと思ったんです。でもその白いものは植木の向こうでゆっくりと首を傾けました。私はカーテンの隙間から覗きました。庭に白い鹿が立っていたんです。全身が白いわけではありません。闇の中で輪郭だけが不自然に白く浮いていたんです。痩せた体、長い足、濡れたような毛並み。普通の鹿に見えるのになぜか体の節々が人間の骨みたいに見えて、視線を止めるのが苦しくなる。そしてその鹿はじっとこちらを見ていました。次の瞬間、兄の部屋の窓が内側から音もなく開きました。兄がそこに立っていたんです。裸足のまま無表情で鹿を見下ろしながら小さく言いました。来た。私は思わず叫びました。その声で兄が振り返った時には庭の鹿は消えていました。残っていたのは湿った土の上に点々と続く細い足跡だけでした。けれどその足跡も庭の途中で途切れていました。門へ向かったわけでも塀を越えたわけでもありません。まるでそこから先だけ地面が消えたみたいに。母はその翌日、古い神社へ相談に行きました。でも宮司さんは山の名前を聞いた途端、露骨に顔を曇らしたそうです。こちらでは扱えません、とだけ言って、山の向こうの集落に住む老人を紹介してくれました。その老人は兄の話を聞き終えると、長らく黙っていました。そして静かにこう言ったそうです。白い鹿は案内ではありません。迎えです。山には人の通る道と人でないものの通る道がある。たまたま迷い込む人もいるが、本当に取られるのは道を見つけたものではない。向こうから見つけられたものだと。白い鹿はその印なんだそうです。鹿が振り返って待っていたら、それはもうこちらを見つけたということなんです。そのままついていった人間は山の奥の境まで連れて行かれる。そしてそこにある祠へ入ってしまえば、戻ってきてもその人だけは帰らない。半分向こうへ帰るのではなく、向こうのものが半分こちらへ混ざって帰ってくるんだと。母が、助ける方法はと聞くと、老人は首を振りました。帰ってきた日に家へ入れてはいけなかった。その言葉を聞いたとき、母は何も言えなくなったそうです。私はその話を聞いてぞっとしました。兄はもう帰ってきてしまっている。同じ屋根の下で眠り、同じ食卓に座っている。つまり、もし老人の言うことが本当なら、兄だけではなく、家そのものに何かが入ってきていることになるからです。その日の夜、
母は兄の部屋の前に塩を盛り、窓にお札を貼りました。父は、そんな迷信を、と怒ってはいましたが、兄は何も言いませんでした。ただ寝る前に、私へ妙なことを聞きました。なあ、あれ何匹いたと思う？いや、一匹でしょ。そう答えると、兄は少しだけ目を細めました。そう見えたなら、まだ大丈夫か。その言い方がずっと引っかかっていました。夜中の2時過ぎ、屋根の上を何かが歩く音で目が覚めました。濡れた枝で瓦をするような嫌な音でした。父も起きたらしく、襖の開く音がしました。その直後、母の短い悲鳴が聞こえました。私が廊下へ出ると、母は兄の部屋の前で震えていました。貼ったはずのお札が全部裏返っていたんです。誰かが一枚ずつ丁寧にめくったみたいに、白い裏面を見せて垂れ下がっていた。兄の部屋は真っ暗で窓が開いていました。そこから父が外へ飛び出し、私と母はその場に取り残されました。その時縁側の下からはっきりと兄の声がしたんです。こっち。私たちは凍りつきました。縁側の下なんて人が入れる高さではありません。なのにその暗がりから兄の声が聞こえました。早く、間に合わなくなる。母が一歩近づきかけたので、私はとっさに腕をつかみました。その瞬間、縁側の下でぐしゃりと嫌な音がしました。何か大きいものが狭いところで無理に向きを変えたみたいな音でした。続いて、暗がりから白い顔が、ぬっと押し出されました。それは、鹿の顔でした。でも近くで見るそれは鹿ではありませんでした。鼻先は異様に長く、口元は裂け、歯の代わりに細い黒いものがびっしりと並んでいました。そして目はありませんでした。目のある場所にただ深い穴が2つ開いているだけでした。私は悲鳴を上げ、台所から掴んできた塩を夢中で投げつけました。すると白い顔はスッと引っ込み、屋根の上を何かが走る音がして、それから急に静かになりました。父は朝方、山へ向かう農道の途中で見つかりました。靴を履いておらず、足の裏は泥で真っ黒で、爪が何本か剥がれていました。でも、本人は何も覚えていませんでした。白いものを追いかけた気がするが、途中から何も思い出せないというだけでした。その日から家族は交代で兄を見張ることになりました。ところが兄は責められても取り乱さず、妙に静かでした。そして2日目の夕食の時、ぽつりと言いました。今夜、もう一度来る。父が箸を置いて兄を睨みました。何が来るんだ。兄は少しだけ苦しそうな顔をしてから低い声で言いました。俺も全部は覚えてない。でも向こうで言われたんだ。戻るなら道を忘れるなって。誰に？兄は答えませんでした。その夜、私たちは家中の鍵をかけ、雨戸も閉めました。兄の部屋の窓には板まで打ち付けました。それでも11時を過ぎた頃、家の裏手から鈴の音が聞こえ始めました。チリン、チリンと聞こえます。ですが神社の鈴ではありません。もっと小さくて、でも妙に澄んだ音でした。一度鳴るたびに家の中の空気が少し冷えていく気がしました。兄は座敷の真ん中で膝を抱え、歯を食いしばっていました。見ていると耐えているようにも見えました。呼ばれているのを必死で無視しているかのように。
やがて鈴の音が止み、今度は裏口の戸がコトンとなりました。一度少し間を置いてもう一度。叩くというより角の丸いものがそっと当たるような音でした。そして戸の向こうから父の声がしました。開けてくれ。私たちは全員凍りつきました。だって父は今すぐそばにいます。なのに裏口の外から全く同じ声が聞こえるんです。寒いんだ。開けてくれ。母が泣きそうな顔で父を見ました。父本人も真っ青でした。外の声は続けて、足が痛い。歩けない。と言いました。前の日に見つかった時の父そのままの声でした。兄が耳を押さえ、床に額をつけながら絞り出すように言いました。違う。あれ、呼び方を覚えたんだ。その後外の声は母の声になり、私の声になり、最後には男とも女ともつかない高い声で、開けてと繰り返しました。やがてそれもやみ、今度は家の周りを複数の足音が裸足で回るようになりました。ペタ、ペタ、ペタ、と雨戸の隙間を白い影がいくつも横切りました。低く滑るように動くものもあれば、窓の高さにまで立ち上がるものもありました。それが全部鹿なのか、人なのか、私にはわかりませんでした。ただ一度だけ、隙間に黒い穴のような目が2つ並んだのを見ました。それは人の顔の高さにありました。するとその時、兄が立ち上がりました。今のうちに、みんな玄関から出て。父が怒鳴る間もなく、兄は廊下へ出て、そのまま玄関へと向かいました。私たちも追いかけました。兄は靴も履かずに戸を開け、夜の外へ出ました。山の方だけが妙に白かったんです。霧とも光ともつかない白さが斜面のあたりに漂っていました。その手前の道の真ん中に白い鹿が立っていました。一匹だけではありません。後ろにもさらに白い輪郭がいくつも並んでいます。4本足のもの、2本足で立つもの、首だけが異様に長いもの。どれも境目が曖昧で、一つの白い群れみたいでした。兄は一歩前へ出ました。もう戻る。すると母が泣き叫び、父が兄の腕をつかもうとしました。でも兄はその時だけ振り返って、はっきりした顔で私たちを見たんです。遭難から帰ってきて以来、初めてちゃんと兄の顔でした。ごめん。兄はそう言いました。俺があの時、ついていかなきゃよかった。私はその声を聞いた瞬間、反射的に兄の方へ行こうとしました。でも、兄の後ろの白い鹿がゆっくりとこちらを見たんです。黒い目でした。穴みたいに深くて、見た瞬間、自分の名前を忘れそうになるような目でした。そして耳の奥で水の流れる音がして足が止まりました。兄が首を振ります。来ないで。その声で我に返りました。兄は泣きそうな顔で笑って、それから白い者たちの方へと向き直りました。鹿は少し先へ進み、立ち止まり、また進む。兄はその後を歩いていきました。3日前、自分がされたのと同じように道を記されながら。兄の背中が暗がりへ溶ける直前、私は見てしまいました。兄の足元に兄の影はなかったんです。代わりに地面には細い足が4本ある鹿の影のようなものが這うように伸びていました。それが最後でした。
通報してまた捜索が出ました。でも兄は二度と見つかりませんでした。ここまでの話なら兄が再び山に入って失踪した話として片付けられたかもしれません。でも本当に嫌だったのはその後です。兄がいなくなってから家の中の何かが少しずつ変わっていったんです。水も味噌汁もどこか薄い。夜になると家のどこかから小さな鈴の音がする。玄関の叩きには泥がつくのに足跡にはならない。ただ細い二筋の線が平行に残るだけでした。一番おかしくなったのは母でした。夜になると窓辺に立って庭の奥を見ている。ある晩、私は母が低い声でこういうのを聞いてしまいました。今度は私が行けばいいのね。母の視線の先には植木の向こうで白いものが揺れていました。一匹ではありません。二つ、三つ、白い輪郭が並んでじっと家を見ていたんです。私たちは母を実家へ移し、私と父は家を引き払うことにしました。もう住める場所ではないと分かっていたからです。引っ越しの前夜、兄の机を片付けていた私は、引き出しの奥から小さな木片を見つけました。湿って黒ずんだ木に、剥がれかけた紙が貼り付いていました。そこに、かすれた墨でこう書いてありました。入るな、振り向くな、連れて帰るな。私はその場で手が止まりました。兄は何も持ち帰っていないと言っていました。でも、持って帰っていたんです。あの祠にあった何かを。翌朝、神社へ持って行こうと思い、箱に入れて机の上へ置きました。けれど、朝になると箱は空でした。代わりに机の上には泥が少しだけ残り、その上に細い足跡が一つ窓の方へ向かってついていました。鹿の跡ではありませんでした。もっと小さくて人の子供の足にも見えるような妙な跡でした。結局私たちは家を出ました。父はそれ以来ほとんど喋らなくなり、母は時々兄の名前ではなく、白いものが来る前に帰らなきゃと言うようになりました。私はもう山へは行きません。それでも冬が近づくとたまに夢を見ます。霧の出た山道です。落ち葉が湿っていて、前方に白い鹿が立っている。鹿は振り返り、私を待っている。その向こうには細い道があり、さらに奥に古い祠が見える。祠の前には人が立っています。兄です。兄はいつも同じ顔でこちらを見ています。助けを求めるでもなく、怒るでもなく、ただ静かに。まるで次に誰が来るのかを待っているみたいに。夢から覚めるたびに私は窓の鍵を確かめます。玄関の戸も見ます。けれど一度だけ真夜中にどうしても気になってカーテンの隙間から外を見てしまったことがあります。アパートの駐車場の端に白い鹿が立っていました。街灯の下でじっとこちらを見ていたんです。山からここまでは何時間も離れている町なのに。鹿はしばらく動かず、やがてゆっくり首を巡らせ、暗い路地の方を見ました。それからまたこちらを見ました。待っていたんです。私はカーテンを閉め、朝まで一歩も動けませんでした。翌朝、そこには何もありませんでした。ただ、アスファルトの脇の濡れた土に、細い跡が2つ、こちらを向いて残っていました。白い鹿は、迷った人を助けるものではありません。道を教えてくれるものでもない。あれは迎えです。こちらの人間を向こうの道へ連れて行くためのものなんです。そして一番嫌なのは、迎えが一度きりではないことです。
誰かが帰ってきたように見えたその時点で、道は少しだけ家の中へと続いてしまう。すると今度は山へ行かなくても迎えが来る。庭に、窓の外に、玄関の前に、家族の声を覚えて。だから、もし冬に山で白い鹿を見ても、絶対についていかないでください。振り返って待っていても、見つめ返さないでください。そして、3日ほど行方のわからなかった人が何事もなかったかのように帰ってきても、すぐには安心しないでください。その人が本当に帰ってきたのか、それとも何かを連れて帰ったのか。少なくとも私は兄が戻ってきたあの日から一度も兄を助かった人だと思えたことがありません。多分兄は最初に白い鹿が振り返ったあの瞬間にもうこちらへは帰れなくなっていたんです。山に囲まれたその村は地図の上ではただの空白に近かった。電車は通っていないし、最寄りのバスも一日に数本しか来ない。外から人が来る理由なんてほとんどない場所だった。俺、高瀬直人がそこに来たのは仕事の都合だった。古い民家を改装するプロジェクトに参加することになり、しばらくの間、村に滞在することになったんだ。最初に違和感を覚えたのは到着をした日の夜だった。村の人間は妙によそよそしく、それでいてどこか監視をしているような視線を向けてくる。なんか変なとこだな。そうつぶやいた俺に隣の老人が低く言った。夜は出歩かん方がいいぞ。振り向くとそこにいたのは佐伯光一という老人だった。この村で長く暮らしているらしく、何かと世話役のような立場にいるらしい。別にコンビニ行くくらいなら。ない。即答だった。俺は少し笑ったが、光一の表情は冗談を許さないものだった。特に川には近づくなよ。川ですか？ああ、午前2時だ。そこで初めて光一は俺の目をまっすぐと見た。その時間に行くと呼ばれるぞ。一瞬意味がわからなかった。呼ばれるって誰に？だが光一はそれには答えなかった。ただぽつりとこう言っただけだ。名前を呼ばれるんだ。その夜俺はなかなか眠れなかった。静かすぎるんだ。都会の生活に慣れた耳にはこの音のなさがかえって不気味だった。時計を見ると午前1時50分。ふと昼間の話が頭に浮かぶ。午前2時に川へは行くな。俺は苦笑した。くだらねえ。そう思いながらも妙に気になってしまう。こういう曖昧な警告ほど人の好奇心を刺激する。俺は気がつけば上着を羽織って外に出ていた。夜の村は昼間とはまるで別の場所のようだった。明かりはほとんどなく、空気は冷たく、何より人の気配が完全に消えている。道を下ると、やがて川の音が聞こえてきた。サラサラっと水が流れる音。その音に引き寄せられるように、俺は足を進めた。そして川に着いた。誰もいない。ただ水の流れる音だけが響いている。なんだよ、何もないじゃん。そうつぶやいた瞬間だった。なおと。背後から声がした。俺の体がピタリと止まる。今のは。
ナオト。もう一度聞こえた。はっきりと俺の名前を呼んだんだ。振り返るが誰もいない。気のせいかな。そう言い聞かせようとしたその時、ナオト。今度はすぐ後ろで耳元で囁くように聞こえてきた。反射的に振り向いたが、やっぱり誰もいなかった。ただ、川の水面に何かが映っていた。自分の姿、そのすぐ後ろに誰かが立っている。俺は息を飲んだ。だが振り向いてもそこには何もいない。ナオト。また声。今度は水の中からだった。水面が揺れ、歪み、その奥から顔のようなものが浮かび上がる。目も口も曖昧なのに、確かにこちらを見ている。そしてそれは口を開いた。見つけた。次の瞬間、俺は走っていた。何が起きたのか理解する余裕もなく、ただ本能的に逃げ出していた。後ろを振り返る勇気はなかった。ただ耳元でずっと声がする。ナオト。ナオト。家に戻り、鍵を閉め、布団に潜り込んでもその声は止まなかった。いや、むしろ近づいてくる。壁の向こうから、天井から、床の下から。そして、ここにいるよ。すぐ隣で聞こえてきた。翌朝、俺は青ざめた顔で目を覚ました。夢だったのか。そう思いたかったが、すぐに違うと分かった。喉がひどく渇いている。全身に冷たい汗が残っている。そして何より、耳元でかすかに声がする。ナオト。俺は震える手でスマートフォンを掴んだ。電波はある。よし、帰ろう。こんな村すぐに出てやる。そう思い、荷物をまとめて外に出た。だが、村の出口に続く道が見つからなかった。昨日通ったはずの道がないんだ。何度歩いても同じ場所に戻ってくる。なんでだよ。焦りが募る。その時背後から声がした。いけんよ。振り返ると佐伯光一が立っていた。その顔にはどこか諦めたような色が浮かんでいる。だから言ったろ。呼ばれたら終わりなんだ。俺は叫んだ。なんなんだよあれ。なんでこんな。光一は首を振った。お前は外に出すためのもんじゃない。は？この村はな、中に留めておくためにある。風が吹いた。どこからともなくあの声が混じる。ナオト。すぐ後ろで。俺は振り向いた。そこに、いたんだ。水に濡れたような形の定まらない影。顔のないそれがゆっくりと手を伸ばしてくる。一人、増えたな。これでしばらくは大丈夫だ。光一がぽつりと言った。その意味を理解するより早く、影の手が俺の肩に触れた。冷たい。ありえないほど冷たい。やめてくれ。声にならない声が漏れる。影は俺の耳元に顔を近づけた。そして、優しく囁く。見つけた。次の瞬間、俺の姿はそこから消えた。その夜村の川辺に新しい影が一つ増えていた。水面の中でゆらゆらと揺れながら、それは通りかかる誰かに向かって静かに名前を呼び始める。
あの滝壺には絶対に近づくなと昔から言われている。理由ははっきりとしていて、そこに白い竜がいるからだ。ただの言い伝えではない。実際にあそこに行った人間は戻ってこなくなることがある。見入られた奴は水の底に惹かれてそのまま上がってこない。だから地元の人間はあの場所には近づかない。見ようともしない。そういう場所だった。そんな話を知ったのは山に行く少し前だった。俺たちは4人で集まっていて、その中の1人が面白半分でその話を持ち出した。山の奥にある滝壺で白い竜が見えるらしい。見た奴は連れて行かれる。でも先に誰かを差し出せば助かる。そんな話だった。最初は全員が笑っていた。よくある怖い話の一つだと思っていたし、本気で信じる奴はいなかった。むしろ、そこまで言われるなら見てみたい、という話になった。どうせ何もない。そういう前提で軽いノリで行くことが決まった。4人のうち誰も引き返す気なんて持っていなかった。当日は朝から山に入った。最初は普通の登山道で人もそれなりにいた。だから途中から道を外れて細い山道に入ると一気に空気が変わる。人の気配が消える。音も減る。足音だけがやけに響くようになる。それでもその時はまだ余裕があった。4人で話しながら進んでいたし、怖いというよりは探検に近い感覚だった。しばらく進んだところで、前から一人の年配の男が歩いてきた。地元の人らしく、俺たちの顔を見るとすぐに分かったような顔をした。そしてそのまま短く聞かれた。お前たち、滝の方に行くのか？俺たちは何も隠さずにうなずいた。すると、その男は少し黙ってから低い声で言った。悪いことは言わない。行かない方がいい。その一言だった。理由も何も説明しない。ただそれだけを言って、すぐに通り過ぎていった。その場に一瞬だけ沈黙ができた。でも、すぐに誰かが笑って流した。やっぱりそういう話なんだなって。止められると逆に行きたくなる。そんな軽い空気のまま、俺たちはそのまま進んだ。道はどんどん細くなり、足元も悪くなっていく。木が増えて、空が見えなくなり、昼なのに周りが薄暗くなる。それでも水の音が聞こえてきたことで、目的地が近いと分かった。少し進むと、急に視界が開けた。目の前に大きな滝壺が現れた。水は透き通っているのに、そこだけが異様に暗い。深さはわからなかった。覗き込んでも途中から先が見えなくなる。水面は静かでほとんど揺れていない。風もないのにそこだけ時間が止まっているみたいだった。俺たちは自然と足を止める。誰もすぐには近づかなかった。理由はわからないが、全員が同じことを感じていた。近づいてはいけない。そう思っているのに目だけは離せなかった。その時だった。一人がゆっくりと前に出た。前に出たそいつは何かに惹かれるみたいにまっすぐ水際まで歩いていった。呼び止めようとはしたが声が出ない。ただ見ていることしかできなかった。そしてそいつはそのまま滝壺を覗き込んだ。その瞬間、肩が小さく揺れた。何かを見た。それが分かった。ゆっくりと顔を上げたとき、表情が変わっていた。さっきまで普通に話していたのに、目の焦点が合っていないんだ。何かを見続けている顔だった。そしてそのまま一歩、水の中へと足を入れた。
そこでやっと我に返って全員で止めに入った。腕を掴んで引き戻そうとする。だが異様に重い。抵抗しているわけでもないのに体がびくともしないんだ。それでも無理やり引いた。その時、そいつが口を開いた。見てる。小さくそう言った。何をとは聞けなかった。聞かなくても分かったんだ。その視線の先に何かがいる。次の瞬間、足元の水面がわずかに揺れた。風もないのに水だけが動いた。その奥、底の見えない暗い部分から白いものが浮かび上がってくる。ゆっくりと形を作りながら上がってくる。長い。細くてしなやかで、はっきりとした輪郭を持っている。それは、あの噂の白い竜だった。水の中にいるはずなのに、その動きは水の抵抗を受けていない。そのまままっすぐとこちらに向かってくる。その時そいつが急に暴れ出した。引き戻していた腕を振りほどき、もう一度前に出ようとする。行かなきゃ。そう言いながら必死に水の方へと進もうとする。止めようとしても止まらない。その時、後ろから別のやつが叫んだ。押せ！意味は分かっていた。あの話の通りなら、先に誰かを差し出せば助かる。誰も言葉にはしなかったが、全員が同じことを考えていた。一瞬だけ目が合う。そして次の瞬間、誰かが背中を押した。押されたそいつは、そのままバランスを崩して水の中へと落ちた。音は小さかった。水面が一瞬だけ揺れて、すぐに元に戻る。白い竜の影がその下で動いた。そして何もなくなった。沈んだんだ。上がってこない。そこにいたはずの人間が完全に消えたんだ。その場所に3人だけが残った。3人になった瞬間、空気が変わった。さっきまでの騒ぎは嘘みたいに静かになる。滝の音だけがやけに大きく聞こえて、他の音が全部消えていた。誰も口を開かない。でも全員分かっていた。今起きたことが何なのか。そして次に何が起きるのか。視線だけが動く。お互いの顔を見てすぐにそらす。さっきまで一緒にいたはずなのに、もう同じ側にはいない。その時残っていた一人がふらっと前に出た。さっきと同じだ。止めないといけないのに体が動かない。そのまま水際まで歩いていく。そしてまた覗き込んだ。肩が揺れる。同じ反応だった。見てる。今度ははっきりと聞こえた。その声を聞いた瞬間、もう一人と目が合った。言葉なんていらなかった。次の瞬間、二人同時に動いた。前にいる奴の背中を押したんだ。俺たちに迷いはなかった。押された体はそのまま前に崩れ、水の中へと消えた。また同じだった。水面が少し揺れて、すぐに静かになる。何も残らない。声も、気配も、全部消える。白い影だけがそこでゆっくりと動いている。気づけば二人になっていた。さっきまで4人だったのに、もう半分だ。それでもまだ安心はできない。むしろ、ここからが本番だと分かっていた。隣にいる奴も同じことを考えている。次はどっちだ。そういう空気がはっきりと伝わってくる。その時そいつが急に笑った。小さく乾いた笑いだった。やっぱりそうなるよな。そう言った。その言葉の意味を理解する前に体が勝手に動いた。
先に動いた方が助かる。その考えしかなかった。俺はそいつの腕を掴んだ。そいつも同じだった。お互いに掴み合う。お互いに掴み合って引きずり合う。足場は悪く、少しでもバランスを崩せば終わる。そのままもつれ合いながら水際まで近づいていく。どっちかが落ちる。それだけの状態だった。その時足元が滑った。どちらが先だったのかわからない。一瞬の崩れでそいつの体が前に傾いた。俺はそのまま手を離した。そしてそいつはそのまま水の中へと落ちた。音もなく消える。そして白い影がすぐ下で動いた。そして完全にいなくなった。残ったのは俺一人だけだった。一人になった瞬間、さっきまでの緊張が一気に抜けた。膝から力が抜けてその場にへたり込む。助かった。その言葉が頭に浮かんだ。あの話の通りならもう大丈夫なはずだ。先に差し出せば助かる。その条件は満たしている。だからここから離れれば終わる。そう思った。だが足は動かなかった。さっきとは違う理由だった。引き止められている。目に見えない何かに意識ごと引っ張られている感覚がある。視線が勝手に滝壺へと向く。見てはいけないのに目が外れなかった。水面は相変わらず静かで何も変わっていないように見える。だがその奥に何かがいる。わかる。そこの見えない暗さの中で白いものがゆっくりと動いている。さっきまでと同じようにこちらへと上がってくる。長い体が形を作りながら浮かび上がった。白い竜だった。だが今度は水の中ではない。水面のすぐ下で止まっている。顔の位置がはっきりとわかり、その視線がまっすぐこちらに向いていた。逃げないといけないのに体は動かなかった。そしてそのまま頭の中に声が響いた。よくやった。低く静かな声だった。耳からではない。直接頭の中に入ってくる。助かったと思ったか。次の言葉で理解した。あれは選ばせていただけだった。差し出すかどうか、裏切るかどうか。竜は全部見ていた。そしてその結果で誰を最後にするのかを決めていた。そしてその瞬間、俺の足が前に出る。自分の意志ではない。体が勝手に動くんだ。一歩水に近づく。止めようとしても止まらない。もう一歩。水面がすぐ目の前にある。やめろ。そう言いたいのに声に出せなかった。体だけが前に進む。そしてそのまま足が水に入った。不思議と冷たさは感じない。ただ惹かれている。ゆっくりと下に。そして最後に見えたのは水面に浮かぶ自分の顔だった。次の瞬間、その顔が崩れた。泡になって弾けるように。後には何も残らなかった。水面はまた静かに戻り、最初から誰もいなかったみたいに、ただの滝壺に戻っていた。あそこには近づくな。差し出しても意味はない。最後に残ったやつが一番奥まで連れて行かれるんだ。あの卒業旅行の帰り道で、俺たちは一人を置いて帰ることになった。置いて帰ったというより、見つからなかったんだ。高校を卒業した3月の終わり、
仲のいい4人で最後の思い出に温泉旅館へ行くことになった。場所は山の中にある小さな旅館だった。派手な観光地ではない。山道をしばらく登った先にある昔から続いているような宿だった。夕方に到着して車を降りた時だった。旅館の玄関の横に古い石の地蔵が並んでいるのが見えた。5体。全部同じ形で同じくらいの大きさ。ただ1体だけ首に赤い紐が巻かれていた。なんだこれ。友達の健太がそう言ってしゃがみ込んで見ていた。その時、旅館の人が玄関から出てきた。いらっしゃいませ。俺たちは普通に挨拶をして中へ入った。そのついでに健太が聞いた。外の地蔵って何なんですか？旅館の人は一瞬だけ表情を止めた。そしてすぐに笑ってこう言った。昔から置いてあるものなんです。それ以上は説明しなかった。少し気になったが、深く聞くほどでもない。俺たちはそのまま部屋へと案内された。夜は楽しかった。温泉に入って、飯を食って、部屋でジュースを飲んだ。卒業したばかりで、みんなこれから別の場所に行く。大学、専門学校、就職。だからこそこの旅行が最後だった。夜11時頃、そろそろ寝ようかという話になった時、翔がふと窓の外を見た。なあ。小さな声だった。今さ、誰か外歩いてなかった？俺たちは窓の方を見た。だが外は真っ暗だった。旅館の裏はすぐ山になっている。街灯もない。気のせいだろ。俺がそう言った。翔も、かもな。と言ってそのまま布団に入った。それからしばらくしてみんな寝た。そして夜中、俺は物音で目が覚めた。部屋の中は暗い。時計を見ると2時を少し過ぎていた。その時気づいた。布団が一つ空いている。翔の布団だった。トイレかと思いふと窓を見ると、襖の隙間から外が見えた。その窓の外に小さな影が立っていたんだ。子供くらいの背の高さ。じっと部屋の中を見ていた。首のあたりに赤い紐が揺れている。玄関にあったあの地蔵と同じ紐だった。そしてその影の横に翔が立っていた。まるでその子供に呼ばれているみたいに。窓の外に立っていた翔はじっとその小さな影を見ていた。夜の山は真っ暗だった。月も雲に隠れていて、外はほとんど何も見えない。それでもその影だけははっきりと見えた。子供くらいの背の高さ。そして首のあたりに赤い紐。俺は布団から体を起こした。翔、何してんだ？と俺が小さく声をかけた。そして翔はゆっくりと振り向いた。でも顔がどこかおかしかったんだ。焦っているわけでも驚いているわけでもない。ただぼんやりとしていた。外にさ、子供がいるんだ。翔は静かな声で言った。その瞬間俺は窓の方を見た。でもそこにはもう何もいなかった。山の斜面と木の影だけだった。誰もいねえよ。とそう言ったが、翔は首を振った。いや、さっきまでいたんだ。そして窓を少し開けて外を見た。冷たい山の空気が部屋に入ってくる。
翔はしばらく外を見ていたが、やがて窓を閉めて布団に戻った。夢かもな。そう言ってそのまま寝てしまった。俺も気にしないことにして、また眠りについた。朝になった。旅館の朝は静かだった。山の鳥の声が聞こえてきて、空気も冷たい。俺たちは朝飯を食べて、チェックアウトの準備をした。玄関で靴を履いている時だった。健太が地蔵の棚を見てこう言った。なあ、これ昨日と向き違くない？俺はそっちを見た。5体の地蔵が並んでいる。確かに昨日と少し向きが違う気がした。そして1体だけ赤い紐の地蔵が正面ではなく旅館の入り口の方を向いていた。まるで誰かを待っているみたいに。俺たちはそのまま車に乗った。帰りは俺が運転することになった。山道を下りながらみんな少し眠そうだった。すると後ろの席から翔が小さく言った。なあ、さっきの地蔵さ、4体じゃなかった？俺はバックミラーで翔を見た。いや、5体あっただろう。そういった瞬間だった。ガンと大きな衝撃が走った。ハンドルが急に重くなり、車が横に揺れた。急ブレーキを踏んで何とか車を止める。心臓が激しくなっていた。車の前を見ると、道の真ん中に小さな石の地蔵が倒れていた。首に赤い紐が巻かれていたんだ。車の前に倒れていたのは小さな石の地蔵だった。首には赤い紐が巻かれている。俺たちは全員車から降りた。山道は静かだった。車も通らない。こんな場所に地蔵があるはずがない。健太がゆっくりと近づく。これって、さっきの旅館のやつじゃねえか？確かにそう見えた。同じ大きさ、同じ形。そしてあの赤い紐。俺は急に嫌な感じがしてこう言った。触っちゃダメだ。もう行こうぜ。だが健太はもう地蔵の前に立っていた。その時だった。後ろから翔の声がした。いた。子供がいる。振り向くと翔が山の斜面を見ていた。俺たちもそっちを見る。木の間に小さな影が立っていた。子供くらいの背の高さ。それはじっとこちらを見ている。そしてその影はゆっくりと手を挙げた。まるでこっちへ来いと言っているみたいに。ダメだ、行っちゃダメだ。だが翔はもう歩き出していた。おい、翔、行くなって。止める間もなく翔は斜面を数歩登った。その瞬間だった。足元の土が崩れた。翔の体が斜面の下へ落ちた。転がる音がし、俺たちは慌てて駆け寄った。だが斜面の下には誰もいなかったんだ。翔の姿が消えていた。そして俺たちは警察を呼んで、旅館の人も来た。山を何時間も探したが、翔は見つからなかった。ただ一つ見つかったのは翔の靴だった。その横の土に小さな足跡が残っていた。裸足の足跡。子供のものだった。それは山の奥へと続いていた。数日後、旅館から電話があった。あの地蔵ですが。旅館の人は静かな声で言った。あれは昔、この山で亡くなった子供のために置いたものなんです。そしてこう続ける。
5体あるのは理由があるんです。代わりに連れて行く人がいると、赤い紐の地蔵が動くと言われています。俺たちは4人で卒業旅行に行った。でも帰ってきたのは3人だった。そして今でも、あの旅館の玄関には地蔵が5体並んでいるらしい。ただ赤い紐の地蔵だけは、時々向きが変わるそうだ。まるで、次に連れて行く人を探しているみたいに。あの診断サイトを最初に見つけたのは、錬金続きで心がすり減っていた頃だった。夜勤明けの休憩室で同僚の村井が、スマホをいじりながら半分寝た声で、これ、当たるんすよ、と笑った。画面には素人が作ったにしては、妙に凝ったデザインのページが開かれていた。タイトルは、寄り添い診断メーカー。あなたの孤独に一番近い影を教えます。そんな薄気味悪いキャッチコピーが蛍光灯の白さに浮いていた。占いも診断も信じてはいない。けれどその夜はやけに心に刺さった。離婚して一人暮らしを始めてから誰とも一緒に食卓を囲んでいないことをふと意識してしまっていたからだ。名前と生年月日、簡単な質問に答える欄が並んでいる。最近一番寂しいと感じるのはいつですか？誰にも言えていない後悔はありますか？問いがいちいちやけにこちらの事情をついてくる気がした。冗談半分のつもりで入力を進めていくと、最後に診断スタートのボタンが震えるように点滅した。押した瞬間画面いっぱいに黒い読み込みバーが伸び、スマホが小さくうなる。数秒後、赤い文字が滲むように浮かび上がった。あなたに寄り添っているのは元妻です。思わず息が詰まった。その言葉の下に小さなサムネイル画像が表示されている。ぼんやりとした輪郭の人影のような写真。そこにはこちらに背を向けて立つ女の肩が写っていた。首のあたり、見慣れた髪の長さと色だけが妙にはっきりとしている。ウケるっすね、それ。いつの間にか覗き込んでいた村井が軽く笑って去っていった。一人残された休憩室で画面の中の影だけが微動だにせず、こちらに背中を向けていた。その夜自宅に戻ると、テレビ台のガラスに映る自分の後ろにも、同じ肩の線がぼやりと重なっているように見えた。照明をつけ直し、何度も角度を変えて確認をしたが、そこにいるのは自分一人のはずだと、無理やり飲み込むしかなかった。そのくせベッドに横になった途端、枕元のスマホが震え、寄り添い診断メーカーからの通知が一つ、勝手に画面の中央へ浮かび上がった。翌朝出勤すると、村井が落ち着かない顔でこちらを見た。先輩、昨日の診断書、まだ開いてます？何を言っているのか分からず首を振ると、村井はスマホを差し出してきた。画面にはあの診断サイト。だがトップページのデザインが昨日と微妙に違っていた。鮮やかな色が抜け、背景が灰色のノイズのようにざらついている。中央には赤文字で一行だけ。影は距離を縮めています。冗談にしては気味が悪すぎた。昨日の元妻という結果が頭をよぎる。そんなはずはない。別れてから2年、連絡すら取っていないのに。昼休み、コンビニへ向かう途中、ガラス張りの店舗のドアに映る自分の姿を見た。その背後の肩だけ、うっすらと誰かの影が寄りかかるように重なっていた。
瞬きをすると消えている。深夜の疲れのせいだと自分に言い聞かせ、無理やり店に入った。それでも気になって仕方がなかった。俺は帰宅後、意地で再び診断してみることにした。名前と生年月日、昨日と同じ質問。ところが、入力欄のいくつかが勝手に埋まっていたんだ。最近寂しいと感じるときはの回答が眠る直前。誰にも言えていない後悔はには傷つけた言葉。自分で打った覚えはない。背筋がうずく。そのまま進んでいくと読み込みバーが不自然に長く伸び続けた。10秒、20秒。やがて画面が真っ暗になり、中央に白抜きの文字がゆっくりと浮かんだ。もうすぐ触れます。言葉の意味を理解するより先に、背後の空気がわずかに沈む感覚があった。リビングの空間が少しだけ重くなった。振り返っても誰もいない。けれどテレビの黒い画面に映る自分の後ろに、昨日よりはっきりとした肩のラインが寄り添っていた。距離が確かに縮んでいる。知らない影ではない。あの気まずい別れの日、玄関の前で向けた彼女の肩と同じだった。その夜は電気をつけたまま布団に入った。ところが明け方、スマホが勝手に起動する音で目が覚めた。枕元に置いたはずなのに、なぜか胸の上に置かれている。画面には通知が一つ。影はすぐそばにいます。俺は出勤する記録もなく、その日は有給を使った。部屋の空気が朝からずっとまとわりつくように重かった。ソファーに座っていても、背もたれのすぐ後ろに誰かの体温のような層がある。触れられてはいないのに、肩越しに呼吸の気配だけがついてくる。音を出せば紛れるかと思い、俺はテレビをつけた。だが画面の真横、薄暗いガラスの反射には、ぼやけた女の肩が寄り添うように重なっている。照明を明るくしても消えない。影は光に弱いわけではないらしい。俺は限界になり、スマホで診断サイトを開いた。トップページは崩れたように歪み、文字の配置もめちゃくちゃになっていた。それでも中央の赤文字だけははっきりと読めた。触れたがっています。ふざけるなと思った。別れを告げたのは自分だ。元妻に突き出すような言葉をぶつけ、冷たい背中を押し付けるようにして終わらせたのは自分の方だ。それでもなお寄り添うというなら、それは彼女ではない。あの日の未練だけを形にした別の何かだ。画面をスクロールすると、一番下に潰れたリンクが一つだけ残っていた。寄り添いの距離を確認する。押してはいけないと分かっていた。けれど今どこまで来ているのかを知らなければ、落ち着いて呼吸すらできなかった。俺はリンクを押した。スマホが震え、画面が真っ暗になった。現在地、すぐ後ろ。文字が浮かんだ瞬間、心臓が跳ねた。息を飲んだ拍子に、後頭部のすぐ近くで空気のへこみが動いた気がした。振り向けば終わると直感した。昔から理由は分からずとも理解できる恐怖はある。これはその類だった。手が震えてスマホを落としそうになった。床に置き、意を決して立ち上がる。逃げるように玄関へ向かい、靴を突っかけた。ドアノブに触れた瞬間、スマホの通知音が玄関に響いた。影があなたの選択を待っています。足が止まった。振り返れば見えるのか。その問いが頭をぐるぐる回った。逃げれば追ってくるのか、向き合えば離れるのか、どちらが正しいのか誰も教えてくれない。
俺はしばらくして覚悟を決めた。ここで終わらせる。振り返らず玄関のドアをゆっくりと開いた。外の空気が流れ込み、背中の重みがふっと抜けた。それと同時にリビングのテレビが勝手につき、音もない映像が映し出されるのが見えた。画面にはソファーに腰をかける自分の姿。その肩にはこちらへ顔を寄せた女の輪郭がはっきりと重なっている。外に出ているはずの自分が部屋の中にいる。そして寄り添われているのはそっちの自分だけだった。玄関の前に立ち尽くすとスマホが静かに震えた。新しい通知が一つ。影はあなたではない方を選びました。部屋の中の自分がゆっくりこちらに顔を向けようとしたのが画面越しに見えた。つまり、そっちが影に選ばれた方。ドアを閉めるしかなかった。閉めた瞬間、部屋の中からかすかに聞こえたのは自分の声だった。あの日のことを思い出すと、未だに胸がざわつく。バスツアー2日目の朝、俺たちは山間の温泉地を目指して移動をしていた。霧が濃く、道の両脇は白い幕のように煙っていて、運転手も慎重にスピードを落として走っていた。そんな中だった。前方でガイドが小さく声を上げた。誰か倒れていますね。霧の切れ間に人が横たわる姿が見えた。道路脇、ガードレールに寄りかかるようにして倒れている。運転手が急いで減速をし、バスはその人物の手前で止まった。大丈夫か確認してきます。運転手と数名の男性客が降りていき、俺たちは車内で待つしかなかった。窓越しに見るその男は、薄汚れたジャンパーを羽織り、体を小刻みに震わせていた。生きているのかどうかもわからないほど動きが弱かった。数分経った頃、運転手が戻ってきた。意識はあります。だが低体温みたいですね。バスで少し温まってもらいましょう。それを聞いた瞬間、車内に妙なざわつきが広がった。だが反対する理由もなく、乗客は前方に余っている席を空けていった。やがて男が運転手に支えられながら乗り込んでくる。その姿を見た瞬間、理由のわからない嫌な寒気が背中を走った。男はこちらを見なかった。顔を伏せたまま、泥で汚れた手を震わせながら、空いていた席にゆっくりと腰を下ろした。座った衝撃で衣服から湿った土の匂いが立ち上る。バスが再び発進すると、車内は静まり返った。誰も男に話しかけようとはしない。ガイドでさえ説明書きをめくる手を止めて様子を伺っている。にもかかわらず、男は一度も顔を上げなかった。ただ両手を膝のあたりに置いたまま小刻みに震えている。その震え方が妙だった。寒さというより怯えているような震えだった。だがそのくせ視線だけはずっと床へ固定されている。俺は落ち着かないままそっと視線を外へ向けた。霧がさらに濃くなり、木々の輪郭がぼやけていく。ふと気になってもう一度男の方を見た。その瞬間だった。倒れていた時は握りしめていたはずの右手の拳が開いていた。その手のひらには黒い土の塊がこびりつくようにぎっしりと詰まっていた。そして男はわずかに唇を動かした。声にはならない。ただ一つの口の形だけがはっきりと見えた。
来る。誰が？何が来るんだ？問いを飲み込んだまま車内を見渡しても、乗客の誰もそのつぶやきに気づいていないようだった。バスはただ静かに山を登っていく。だが男の震えだけが車内の空気をじわじわと濁らせ始めていた。まるでこの先で何かを迎えることが決まっているみたいに。バスが山の奥へ入るほどに霧は濃くなっていき、外の景色はほとんど見えなくなった。視界が真っ白になり、窓に映るのは自分の顔と車内の影だけ。そんな中で男だけが異様に静かだった。座席に沈み込み、膝の上に置いた両手はまだ震え続けていた。けれどその震えは先ほどよりも早く細かくなっていた。寒さでは説明できない。怯えが極限に達したような震え方だった。ガイドが意を消したように近づき、声をかけた。大丈夫ですか？温泉地まではあともう少しですから。だが男は反応しなかった。顔を伏せたまま呼吸だけが荒い。ガイドは気まずそうに一歩引き、俺の横を通り過ぎて前へ戻った。その時だった。男の足元のマットに黒い土がポタリと落ちた。最初に拾われた時に服についていた分だろうと思ったが、落ちる量が妙に多い。まるで服の中にまだ大量に入っているかのように落ち続けた。俺はそれを見て声をかけるべきか迷った。しかし関わった瞬間に何かおかしなことが起きる気がして、結局座ったまま様子を伺うしかなかった。さらに数分後、バスが急に揺れた。運転手の息が強く漏れる。鹿か何かが飛び出したんですかね。気をつけます。だが俺の視界の端で男がわずかに反応した。震え方が止まる。だが顔はまだ見せない。耳を澄ますように静止した姿が不気味なほど固まって見えた。次の瞬間、男の肩がひくりと跳ねた。来た。その声ははっきりと聞こえた。今度は俺一人だけではない。周囲の乗客もわずかに振り返る。ガイドが恐る恐る尋ねた。来たってどういう意味ですか？男は答えない。代わりにゆっくりと握りしめていない左手を持ち上げた。手のひらには指の間からあふれるほどの黒い土が詰まっている。どれだけあの道路脇で倒れていたのか、それとも倒れていた理由が別にあったのか、その問いが頭の中で渦を巻いた。その時、バス全体が何か重いものに押されたようにわずかに傾いた。大きな揺れではない。けれど、誰かが寄り添ったような圧が車体の横から伝わってくる。運転手がすぐに減速し、窓の外を確認しようとした。だが霧が濃すぎて何も見えない。白い幕の向こうに、ただ木々の影だけがぼやけて揺れていた。その時男が初めて顔を上げた。泥と汗で濡れた方、乾きかけた血の跡、そして焦点の合わない目。男は震える唇でゆっくりとつぶやいた。ついてきてるんだ。ガイドが凍りついた。何がついてきてるんですか？男は前ではなくバスの横を指さした。俺を迎えに。その一言で車内の空気が一気に変わった。寒さとは違う、胸の奥を押されるような圧が流れ込んでくる。そして再び車体が外からゆっくりと押された。
今度は間違いなく何かが触れた。乗客が息を飲む音が重なり、俺の手汗がじわりとにじむ。男の震えは止まらない。だが顔だけは外の一点を見つめていた。まるでそこに見えているものがいるかのように。車体を押す何かは一度だけでは終わらなかった。バスの横にじわりと重みがかかり、外の板がきしむような音が響く。乗客は全員前のめりになり、運転手も必死にハンドルを握りしめた。しがみついてください。ガイドの悲鳴混じりの声が車内に吸い込まれた瞬間、男が突然立ち上がった。その動きは普通ではなかった。揺れる車内でもふらつかず、まっすぐ通路に出てくる。泥だらけの手をシートにつかず、ただ歩く。まるで導かれるように前へと。俺は席にしがみつきながら男の背中を見つめた。肩が震えている。震えながら静かに前のガラスへとだんだん近づいていく。そして運転手の横で立ち止まり、霧の向こうをじっと見つめた。外には何も見えない。だが男には見えている。それは誰の目にも明らかだった。あの場所で俺だけ生き残ったんだ。男がぽつりと漏らした。声は震えているのに妙に落ち着いていた。運転手が驚きの声を出す。事故？この山で？男はゆっくりとうなずいた。仲間3人、俺のせいで崖から。言葉が続く前にまた車体が押された。今度はもっと強く。外側の窓ガラスに何かが這い上がるような影がかすかに浮いた。そして誰かの手の形。それが霧の外側からガラス越しにじわりと擦れた。悲鳴が車内にあふれる。運転手は急いでブレーキを踏んだ。バスはきしみながら停車し、霧の中に沈んだ。動く気配は止まり、空気だけが重く残る。男は前のガラスに額をつけ、震える声でつぶやいた。迎えに来てる。俺だけ逃げたから。ガイドが青ざめて言う。降りたら危険です。ここは崖沿いで。だが男はガイドの声を振り払うようにドアへ向かって歩き出した。泥だらけの足跡が通路に重なって残る。やめろ！運転手が叫んだ。だが止まらなかった。男はドアの前で立ち止まり、霧の向こうに手を伸ばした。その瞬間、外側から男の腕をつかむ手が霧の中から浮き出た。白く土まみれの腕。人の形に見えるが輪郭は崩れ、泥のように滴っている。男は抵抗もせず、その手に惹かれるように外へ消えた。そして霧がすぐに閉じて、姿は完全に見えなくなった。ドアには泥の手形がくっきりと残っていた。数秒後、外の霧の奥から複数の足音だけがザリッザリッと響いた。それがバスを囲むように近づいてくる。運転手は恐怖で顔を歪めながらも急いでドアを閉めた。エンジンを全開にし、タイヤが空転するほどアクセルを踏みつける。バスは霧の中から逃げるように走り出した。誰も口を開けなかった。ただ必死に前だけを見る。やがて霧が薄れ、明るい道へ出たとき、全員の肩が一斉に落ちた。だが後ろの座席の一つだけ泥がこびりついたまま開いていた。そこだけが誰かがついさっきまで座っていた深さで沈んでいた。
あの男が座っていた席、そしてそこに落ちていた黒い土の上には人の足跡が一つだけついていた。それはまるで戻ってきたかのように。山道を抜けるルートを選んだのは失敗だった。普段なら通らない細い旧道。だがナビが突然、最短ルートと表示してきて、妙に気になってしまった。俺はしばらくそのまま走っていると、霧の奥に古い標識が見えた。〇〇集落まであと2キロ。地図で見たことのない地名。俺は興味半分、不安半分でそのまま進んだ。道幅はどんどん狭くなっていき、両側の木々が車体をすりそうなほど迫ってくる。ライトを上向きにしても視界は白く濁ったように曇り、霧の層が分厚かった。ライトの風量を強くしても車内の湿気は抜けなかった。不意にライトの先に石の門柱が浮かび上がった。対になるように左右に立っていて、門のような形を作っている。古い家の敷地の入り口にあるような、あの不気味な雰囲気。そこを抜けた瞬間、車内の温度がほんの少し落ちた気がした。その先に小さな集落が現れた。昭和の頃から時間が止まったような木造家屋がいくつも並び、伝統はすべて消えている。生きている村というより置き去りにされた村。ただ一つだけ異様だった。窓という窓に白い紙が貼られているんだ。家ごとに大きさは違うが、どれも四角い紙で規則的に窓を塞いでいる。近づくのがためらわれるほど異様だった。少し走り、集落の中央と思われる場所まで来たとき、車の前に急に人影が立った。俺は慌ててブレーキを踏んだ。ライトに照らされたのは腰の曲がった老婆のような影。しかし光の中に形はあるのに顔がはっきりとしない。輪郭だけが揺れて見える。まるで霧の一部が人の形になったような存在だった。老婆はゆっくりと手を挙げ、帰れと言いたげに腕を振った。声は聞こえなかった。音もないのにそう伝わったんだ。俺は怖くなってハンドルを切り、来た道へ戻ろうとした。エンジンを強めに吹かして車を反転させる。だが心臓が跳ね上がった。集落の入り口がなくなっていたんだ。さっき通ってきた石の門柱ごと跡形もなく消えていた。ただの霧で隠れているだけ？そう思ってライトを最大に強く照らした。それでもどれだけ目を凝らしても門柱はなかった。代わりに見えるはずのなかった木の壁が道を塞いでいる。車の向こう側にはまるで最初から一本道なんて存在していなかったかのように家屋が連なっていた。汗が背中を流れ落ちた。閉じ込められた。そう理解した瞬間、集落のどこかから紙が擦れる音が風に乗って響いてきた。窓に貼られていた紙が何かの力で内側から剥がされている。一枚、また一枚、剥がれるたびにその家の中の暗闇がゆっくりとこちらに向いていくような気がした。俺は急いで再びアクセルを踏んだ。どこでもいい。ここから出られる道があるなら探すしかない。しかしその時、ふと気づいた。集落の家々の窓が全部こちらを向き始めている。まるで生きているものみたいに。アクセルを踏み込みながら集落内を走ったが、どこへ向かっても同じような家並みが続いた。
窓に貼られていた白い紙はすでに多くが剥がれ落ちている。風もないのに紙片はひらひらと浮き上がって車の前を横切った。家屋はどれも人が住んでいた気配を残しているのに生活音は一切ない。畑も荒れ果てているわけではなく、つい最近まで手入れされていたような整い方をしていた。この集落は誰かがここにいなくなった直後みたいだった。そんな嫌な予感がじわりと背筋に広がった。住宅の間を抜けると少し開けた場所に出た。集落の中央らしく小さな広場のような空間。だが広場の真ん中には信じられないものが立っていた。木の柱にくくりつけられた結界札の束。白い紙が何十枚も重なっていて、縄で柱に巻かれ、古いしめ縄まで垂れ下がっている。そこだけ異様に空気が重く、空気がヒュッと足元から昇る。車を止めるつもりなんてなかったのに、足が勝手にブレーキを踏んでいた。その時ふと気づいた。集落の家々の剥がれた窓の紙が、どれもすべて同じ方向に落ちている。広場の柱の方へ向かって。紙が風に流れたのではない。まるで家の中から何かが押し出しているみたいに同じ方向へと散っている。喉が渇く、エンジン音だけが頼りのように震えていた。その時だった。カサカサと広場のどこかから紙を踏む小さな足音が聞こえた。子供のような軽い足取り。俺は反射的にライトを向けた。しかし広場の中央には誰もいない。紙片だけが散っている。いや、違った。ライトの端、家屋の影に人影が立っていた。背丈は小学生ほど。だが顔の部分が黒く抜け落ちて見える。影のようだが壁に映っているわけではなく、ちゃんとその場に立っている。胸がキュッと締め付けられる。その影はゆっくりとこちらへ首を傾けた。次の瞬間周囲の家から一斉に音が鳴り始めた。ベリ、ベリベリベリ。窓に残っていた紙が一気に内側から剥がされていく。まるで家の中にいた何かが一斉に外へ出ようとしているみたいに。剥がれた窓からいくつもの黒い影が這い出してくる。地面を滑るようにゆっくりと、だが確実に広場の中心へと移動をしていく。一つ、また一つ。影はどれも同じ形で、どれも顔が抜け落ちている。人の残滓みたいな形だけの存在。その時広場の柱に貼られた結界札がヒュッと風に巻き上がり、一枚また一枚と剥がれ始めた。紙が剥がれるたび影の動きを止めていた何かが弱まり、影たちより早くより確実にこちらへ近づいてくる。この結界が破れたら終わりだ。直感で理解できた。影たちは俺を囲むように広がり、車の前方を塞げ始めた。バックをしようとしてミラーを見ると、後方にも同じ影が道を埋めている。逃げ道がない。どこを向いても顔のない黒い影がこちらへじりじりと寄ってくる。その中心にさっきの子供の影が立っていた。小さな手を胸の前で合わせ、まるで誰かを呼ぶように両腕を開いた。その仕草を見た瞬間、心臓が跳ねた。影たちが俺を中に迎え入れようとしている。影たちが広場を埋め尽くし、車の周りに円を描くように並んだ。その中心で子供の影だけが微動だにせず立っている。顔が抜け落ちた真っ暗な輪郭がずっと俺を見上げていた。心臓が破裂しそうなくらい早く脈打つ。逃げ道なんてどこにもない。前も後ろも左右も全部塞がれた。
エンジンの音が震え、足が勝手にアクセルを踏み込んだ。だが車はほとんど前に進まない。タイヤの下に何かが絡まっているように重いんだ。その時広場の柱の結界札がバサッと一気に十数枚まとめて剥がれ落ちた。風もないのに札が宙に舞う。すると影たちは一斉に動きを早めた。今までゆっくり迫っていたのが嘘みたいに一直線に俺の方へと向かってくる。やばい、来る。俺はとっさにハンドルを切り、少しでも隙間がある方へ向けて車体をひねる。影たちの隙間はほんのわずかだったが、そこに向けて強引に突っ込んだ。バンと車体に何かが張り付こうと、フロントガラスにべちゃっと黒い形が広がった。巨大な炭の手形のような影がガラス越しに俺を覗き込んでいた。悲鳴を上げそうになった瞬間、ガラスの向こう側で影が顔の位置に当たる部分をゆっくりと膨らませた。そこから人の口の形が浮かんだ。輪郭だけの影だったものが口だけを形作り、はっきりと入れと言った。その声は俺の耳ではなく頭の中に直接響いた。アクセルを踏み込み、わずかな隙間へ無理やり突っ切る。影たちが車体を叩き、吸い付いてくる気配が伝わった。だけど奇跡的に道路のような細い隙間へと滑り込めた。どこへ向かっているのかもわからないまま、とりあえず走った。家屋が左右に流れ、家の中から無数の影がこちらを向いていた。どれも顔が抜け落ちている。その空洞が走る車を追ってくるように揺れていた。そして次の瞬間、急に視界が霧の中の一本道に切り替わった。さっきまでの集落は跡形もない。振り返っても木々しか見えなかった。抜けた。そう思った。助かったと喉が震えた。胸をなで下ろしたその時、助手席の足元からベリッと髪を剥がれるような音がした。背筋が凍った。ゆっくりとライトをそちらへ向ける。助手席のマットの上に白い紙が一枚落ちていた。さっき集落の窓に貼られていたものと全く同じ紙。文字はないが、真っ白な紙の裏面だけが黒く焦げている。俺は震える手で紙を拾い、裏面を見た。そこには灰色の指の跡がいくつもついていた。まるで誰かの手がこの紙を俺の車の中に押し込んだみたいに。紙を持った瞬間、耳元で風でもない声がした。入ったから出られない。ハンドルを握る手が震え、車を止めた。外はただの山道。霧も薄くなっていた。だが次の瞬間、バックミラーに子供の影が立っていた。助手席の窓を黒く覆うように、すぐそこまで。逃げたはずの集落の入り口。その入り口は今、俺の車の中にできてしまった。あの夜の静けさは今でも耳の奥に張り付いている。車で林道に入った瞬間から何かがおかしかった。思い出すだけで背中がじわっと汗ばむ。その林道は地元じゃ夜は絶対に通るな、そう言われている場所だった。理由を聞いても誰も詳しく教えてくれない。ただ遠回りになっても避けるほどの道。俺たちはそれを逆に面白がってしまった。少し休んだら戻ろうぜ。そう言って車を止めたのが間違いだった。エンジンを切った瞬間、空気が変わった。
音が全部消えたんだ。風も虫も枝の擦れる音も。耳の奥が詰まるみたいな妙に重い静けさだけが残った。林道の両側は杉の枝が屋根みたいに覆いかぶさっていた。空が細い線でしか見えない。暗闇が車の表面をぬめるようにまとわりついてくる。そこで友人が、ちょっとトイレ行ってくる。と外へ出た。懐中電灯を手に砂利を踏む音を立てながら進んでいく。パキッ、パキッと枝を踏むあの軽い音が暗闇に吸い込まれていく。俺はその音を聞きながらなんとなく嫌な予感を覚えていた。けれど戻るはずだと思っていた。数分後には。だが音は途中で急に止まった。懐中電灯の光もそれっきり見えない。俺は気になって窓を少し開けて声をかけてみた。おーい、どうした？返事はない。友人の気配ごと音が消えていたんだ。沈黙の中、耳を澄ませた時だった。林道の奥、さっき友人が向かった方向とはまるで別の場所から、ザリッ、ザッと地面を引きずるような足音がゆっくりとこっちへ向かってきた。その足音は人の歩き方ではなかった。重いのか軽いのかわからない。踏むというより地面に何かを引きずっているみたいな音だった。ザリッ、ザッ。間を置いてまたザリッ。俺はドアを開けずガラス越しにじっと奥を見た。懐中電灯の光は一切戻ってこない。友人の足音でもない。耳を澄ませると距離が分かってしまう。それは確実にゆっくりと近づいてきている。おーい、戻ってこいって。喉が引っかかったように声がうまく出ない。さっきまで横にいた友人の気配が丸ごと消えているんだ。その空白を埋めるように知らない何かの気配がだんだん濃くなっていく。足音は車の正面からではなく、車の横を回り込むように移動していた。明らかに俺の止めた車を見つけて歩いている。息を殺して動かないでいると、運転席側の窓の外で足音が止まった。俺は震える手でスマホを握りしめながら視線をゆっくり窓へ向けた。でも何も見えない。ただ気配だけが張り付くように窓にまとわりついている。次の瞬間、ガラスのすぐ外で、開けて、と擦れた声がした。俺の心臓が一度止まった。その声は友人の声ではない。男女の区別もつかない、年齢もわからない。ただ窓の上を爪でなぞるようなかすれが混じっていた。ガラスが微妙に揺れる。呼吸が外から張り付いているみたいに曇っていく。絶対に開けたらまずい。そう理解できるほど気配が濁っていた。声はまた言った。こっち、おいで。その瞬間、車の後ろで別の足音が動き出した。二つになって車を包むように歩き始めたんだ。俺はただシートに体を沈めて目を閉じた。見たらいけないものが外にいる確信があったんだ。その時、車の後部ドアがガチャッと引かれた。鍵をかけているはずなのに金属がきしむ音が響いた。外から引っ張る力がどんどん強くなっていった。後部ドアを引く音はどんどん強くなった。ガガ、ガリッと金属が悲鳴を上げる。
鍵は閉まっているのに、外側からこじ開けようとする手の力だけが増える。俺はシートに沈んだまま目を開けられなかった。外にいるそれがどんな姿をしているのかわからない。ただ見た瞬間に終わると本能だけが警告していた。やがて後ろのドアの音が止んだ。代わりに車の屋根の上を何かが這う音がした。コトコトゴリゴリとタイヤの方へ降りていく気配。車体を掴んで下から覗き込むみたいに動いている。そして運転席側の窓に戻ってきた。ガラス越しにポンポンと指で軽く叩く音がする。出ておいで。声はさっきよりはっきりとしていた。まるで誘うというより、決まった順番をこなしているだけみたいな淡々とした響きだった。その瞬間、林道の奥で光が揺れた。友人の懐中電灯だ。おい、いるか？友人の声がした。だがその声は車から見える位置ではなかった。光は林道とは違う、ありえない角度から差している。まるで林の側面のずっと下から光が立ち上がってくるように。俺はとっさに叫んだ。ダメだ。来るな。戻ってくれ。だが友人は聞こえていないようだった。光がこちらに向かって斜面の下から上へ、人が登れないほどの角度を移動してくる。その不自然な動きに気づいた瞬間、友人の声が変わった。おいで。車の横のそれと斜面の下の光が全く同じ声で同時に言った。顔から血の気が引いた。どちらも友人ではなかった。車の横のそれと斜面の下の光が全く同じ声で同時に言った。次の瞬間、窓の外に友人の顔だけが張り付いた。体は見えない。首の向きもおかしい。その顔がねじれたまま俺の方に倒れ込んでくるように押し付けられた。ガラスがミシミシとなる。見つけた。その声を聞いた瞬間、俺は反射的にキーを回した。エンジンが爆発するようにかかり、ライトが闇を突き破った。外にいた顔が光に照らされた途端、ガラスからずるりと落ちて消えた。俺はアクセルを踏み込み、林道を一度もバックミラーを見ずに走り抜けた。安全なところに出て車を止めて気づいた。後部ドアの外側に人の指の跡が5本深くくっきりと残っていた。あの日から俺は二度と林道で車中泊をしていない。深夜の高速サービスエリアで休憩をしていた帰り道だった。連休明けの深夜2時、利用者もほとんどおらず、駐車場にはトラックが3台、乗用車が数台散らばっているだけだった。売店の明かりは落ち、自販機の光だけが静かに地面を照らしている。その薄暗い光に吸い寄せられるように、俺はふと建物脇にあるベビールームの前を通った。普段なら完全に無人で、深夜には鍵が閉められているはずの場所だ。だがその夜は、ドアの小窓からかすかに淡い明かりが漏れていた。まだ清掃中か？最初はそう思った。だが人の気配がないし、静かすぎる。耳を澄ませた瞬間、背中にひやりとしたものが走った。ベビールームの奥から
赤ん坊の泣き声が漏れてきたんだ。おんぎゃーでも、うわーんでもなく、息を詰めるようなか細い、ヒュー、ヒューという泣き方。明らかに眠ったまま泣き始めた赤ちゃんの声だった。こんな時間に？深夜2時に？しかもスタッフ用の鍵がないと入れないはずの部屋で？俺は胸の奥がざわつきながら小窓に目を近づけた。ベビールームの中は薄く明かりがついている。清潔な白い床、授乳用の椅子、ベビーベッドが1台。そのベッドに赤ん坊の足だけが見えていた。生きているように動く柔らかい小さな足。白い毛布に包まれ、膝から下だけが毛布の端から覗いて揺れていた。泣き声は間違いなくそこから聞こえる。俺は心配の方が先に立ち、ドアノブをそっと押した。深夜は施錠されているはずなのに、ドアは簡単に開いた。薄暗い部屋へ一歩入る。空気が重く、ひどく湿っている。なぜか生温かいミルクの匂いもした。泣き声は続いている。だがなぜかベビーベッドの揺れ方と泣き声のリズムが一致しない。そして俺は気づいてしまった。声は近い。ベッドの足元から聞こえてくる。けれどベッドの中には赤ん坊の上半身が見えない。毛布の端を指先でつまんだその瞬間、泣き声がピタリと止んだ。部屋全体が息を飲んだような静けさに変わった。俺は肩で息をしながら毛布をそろりとめくった。だが中には何もなかった。赤ん坊の姿もない。あるのは小さな足だけの形に湿った跡がシーツに染みているだけだった。そして気づく。泣き声はベッドからではない。もっと低い位置から聞こえ始めていたんだ。俺の足元、右足の横で、お母さん？と小さな声がした。その瞬間俺は反射的に後ずさり、ベビールームを飛び出した。扉を閉めると、向こう側の静寂が逆に不気味だった。俺が見たのは足跡だけ。それ以外、赤ん坊はいなかった。だがまだその時俺は気づいていなかった。あの声は赤ん坊の声じゃなかったことに。そしてこの夜こそが俺の人生で初めて誰かが消える瞬間を見る夜になるとはまだ何も思っていなかった。ベビールームから逃げ出した俺は一度深呼吸をして気持ちを落ち着かせようとした。だが胸の奥でざわざわした嫌な感覚が収まらなかった。さっき聞こえたお母さんという声。あれは赤ん坊が出す音ではない。舌の動かし方も語尾の伸ばし方も明らかに幼児の言葉だった。にもかかわらず部屋にいたのは赤ん坊の足跡だけだった。俺は怖さを押し隠すように建物の外の空気を吸い込んだ。だが落ち着く暇もなかった。建物の壁沿いを歩くと足元が突然湿っていることに気づいた。アスファルトに小さな水の跡が点々と続いている。その形は裸足の子供の足跡。さっきベビールームで見たサイズと全く同じ。まるで俺を追うように建物の角を曲がり、駐車場の裏へ伸びていた。この時点で帰るべきだった。だが俺は妙な不安に突き動かされた。誰が一体置き去りにしたんだ？保護した方がいいのかな？怖さより知らない子供を放っておけないという気持ちの方が勝ってしまった。足跡は裏の自動販売機の前で
止まっていた。そこは明かりがほとんど届かず、街灯の白い光が薄く落ちるだけの暗い場所。風に揺れる落ち葉が足跡の先を隠すように、カサッ、カサッと音を立てている。その瞬間、自販機のスピーカーが突然、キーという高いノイズを鳴らした。俺はビクッと肩を跳ねさせた。次の瞬間、ノイズに混じってはっきりと聞こえた。お母さん、まだ？声は自販機の裏側から聞こえた。俺はゆっくりと覗き込んだ。自販機の裏は細い隙間になっており、大人の肩幅では入れないほど狭い。そこに人が隠れるのは不可能だ。だがそこは濡れていた。水ではなく、もっと生ぬるいミルクのような匂いが混じった湿気。そして暗闇の奥で小さな指の先だけが動いた。白くて細い指先。子供のものにしか見えない。そこにいるのか？と声を出した瞬間、自販機の裏からささっと誰かが走り出した。足跡はない。音だけが高速で移動していく。まるで空気そのものが走っているような速さだった。逃げた方向を見ると、建物の反対側へ伸びる通路に濡れた足跡がまた続いていた。完全に導かれている。怖かった。だが目を離したら危険な気がした。俺は足跡を追った。通路の突き当たりで足跡はふっと途切れた。そこで立ち止まった俺の耳元に真横から声が落ちてきた。ねえ、見て。俺は反射的に振り向いた。誰もいない。だが俺のすぐ横の壁に濡れた手形が一つあった。小さな手、子供の手。まだ湿っていて雫がゆっくりと垂れていた。この瞬間俺はようやく気づいた。これは迷子でもなく、誰かに捨てられた子供でもない。ここにもともといる何かが俺を誘っている。そして最悪なことに、俺以外にもその誘いに反応した人物がいた。駐車場の方から一台のミニバンがゆっくりとこちらへ近づいてきた。運転席の男性が窓を開け、不安げに俺に声をかけた。すいません。今子供が走ってませんでした。うちの子が急にいなくなったんですよ。胸が嫌な意味で大きく跳ねた。消えるのはこの人の子供だ。俺はそう確信した。運転席の男は青ざめていた。後部座席にはチャイルドシートだけがポツンと残っている。そこにあるはずの気配が完全に消えていた。一瞬だけ目を離したらいなくなってて、多分あの子ですよね。走っていきませんでした。あの子、その言い方が妙に引っかかった。俺は必死で言葉を探しながら震える声で答えた。走っていたのは子供じゃないですよ。追わない方がいいです。ここは。最後まで言えなかった。男が突然車から降りたからだ。彼の視線の先、通路の奥、俺が見た濡れた足跡の最後の地点をじっと見つめていた。そしてそこから聞こえた。お父さん？男は反射的に駆け出した。待って、そっちは！叫んでも遅かった。男は通路の角に飛び込み、俺の視界から消えた。次の瞬間、ガンと何か硬いものが
倒れる音が響いた。俺は走り寄った。通路の角を曲がると、そこには誰もいなかった。男の姿も足音もない。ただ壁に濡れた小さな手形が二つ並んでいた。まるで何かを掴んで引きずり込んだような高さ。そして耳の奥であの声が鳴った。連れて行くね。ささやくような幼い声。ひどく嬉しそうに聞こえた。俺は血の気が引き、周囲を見回した。出口、通路、駐車場、どこにも異常はない。ただ一箇所だけ、ベビールームのドアの小窓だけ、うっすら曇っていた。近づくと曇ったガラスの向こうで、小さな手形がスッと消えた。俺は扉を開けなかった。開けたら何かがいるのは分かっていたからだ。そしてしばらくして通報が入り、警察と管理会社が駆けつけた。だが男とその子供は最後まで見つからなかった。防犯カメラにはどちらの姿も映っていなかった。調査の途中、警察が俺にだけ教えてくれたことがある。実はな、ここ10年以上前にも子供の失踪があったんだ。ベビールームで母親が一瞬目を離したら、足跡だけ残して消えたって。俺は凍りついた。最後にベビールームを確認した職員が言った言葉が今も忘れられない。ベッドの中にさ、小さな濡れた跡があったんだよ。まるで誰かがまた戻ってきたみたいに。その夜を境に、俺は二度と深夜のサービスエリアに寄っていない。なぜなら、あの曇った小窓を思い出すたびに、今も聞こえる気がする。お母さん、見つけた。誰かの耳元で、赤ん坊より少しだけ大きい声が。広前市へ越してきた日、最初に違和感を覚えたのは家の安さだった。築年数の割に信じられないほどの賃料で、内見に行った時も妙に話が早く進んだ。案内してくれた地主の老人は背の曲がった静かな男で、口調は柔らかいのにどこかこちらを値踏みするような目をしていた。契約の印鑑を押した瞬間、老人はふっと肩の力が抜けたように息を吐き、ここを気に入ってくれたのは本当にありがたい。と必要以上に丁寧な礼を繰り返した。家は普通だった。間取りも広く、古い柱が少しきしむ程度で、格安の理由がわからないほどだった。ただ、裏手には細い旧道が一本伸びていて、その道だけは土が濃く黒ずんでいた。昼間でも薄い影の幕がかかっているようで、誰かが最近までそこを通っていた気配が残っているように見えた。夕方、引っ越しの挨拶に周りを歩いたが、家の場所を伝えると住民の反応が揃って曖昧になった。ああ、そこか、と言った後に続ける言葉がなく、皆同じように裏手の道を見ないようにしていたんだ。深入りしてはいけない場所でも扱うような沈黙が流れ、その空気が妙に胸に残った。その夜、荷物を片付けていると、裏の方からかすれた足音がした。
砂利を踏む軽い音で、歩いているなら近づくか遠ざかるはずなのに、距離が変わらないまま一定で続いていた。窓を開けても誰もいない。ただ風の向きと足音だけが別々に流れていて、耳がそれを追い切れなかった。初日だから聞き間違えたんだと自分に言い聞かせても、音が止むまで妙な冷たさが背中に張り付いていた。その夜、子供が地図帳を眺めながら、ここ、名前がないね。と言った。指さしたのは裏手の旧道の先に広がる一帯で、確かに地図の印刷が薄く、境界線だけがぼんやりと残っていた。何気なくページを見ているだけだと思いたかったが、子供は続けて、ここ、誰も呼ばない名前があるんだって。とつぶやいたんだ。俺はその言葉の意味がわからず、理由を聞いても首をかしげるだけだった。越してきたばかりの家はとても静かで、壁も屋根も特に何も変わったことは起きなかった。それでも裏手の旧道だけは最初から別の時間が流れているようで、夜になると土の色まで深くなったように見えたんだ。格安物件を疑う理由はなかったはずなのに、初日の夜から家ではなく土地にだけ沈んだ気配があったんだ。翌朝その旧道がどこへ続いているのか確かめようと外へ出たとき、初めて小さな違和感では済まされないものを見つけることになる。翌朝、旧道を少し歩いてみると、土の色が夜より薄くなっていた。風が通るたび粉のように舞い上がり、踏みしめると深さの違う沈み方をした。誰かが最近歩いた跡ともつかないのに、足の裏だけが妙に重く感じた。道の幅は狭く、両側の草木は外から押し寄せられたように傾いていて、昼でも薄暗かった。その日の昼、荷物を整理していると、地主の老人が訪ねてきた。玄関先で礼儀正しく頭を下げたが、家には入らず、裏を見ないようにして立っていた。落ち着いて過ごせていますか？と、他愛のないことを聞きながらも、視線は地面の一点に吸い寄せられたままだった。旧道の方へ目を向けた瞬間だけ、老人の声が小さくなった。それは怯えるような反応だったんだ。帰り際、老人はふと声を落とし、夜だけは裏に近づかない方がいいですよ。と言った。理由を聞いても答えてはくれず、曖昧な笑みだけ残して帰っていった。あの言い方は注意ではなく警告に近かった。安物件であることに少しずつ理由が浮かび始めているのを自分でも薄々感じていた。午後、市役所へ住所変更の手続きをしに行った。壁に貼られた古い新聞の祝冊版が目に入った。昭和28年の紙面に、広前のある一家の死亡記事が小さく載っていた。場所は今の住所と離れているはずなのに、紙面の端に貼られたメモには、元は別地名とだけ
かすれた字で記されていた。その地名は塗りつぶされて読めなかった。けれど、なぜか裏手のあの旧道が頭をよぎった。職員にここ一帯の古い地名を尋ねると、資料庫から色あせた地図を出してくれた。ところが、裏手に広がるはずの一帯だけ、薄い境界線のまま地名が空白になっていた。昔は集落もあったらしいんですが、何分記録が残っていなくて。と職員は言ったが、その言い方は本当に残っていないのか、それとも触れたくないのか、判別できない声だった。家に戻る途中、子供が道端の落ち葉を拾って見せてきた。葉の裏には薄い墨の線がついていて、誰かが指でなぞったような跡にも見えた。子供は、これ、名前だよ、と言ったが、どんな名前かを聞いても答えてはくれなかった。ただ、葉を見つめる目の奥に、昨日とは違う影のようなものが揺れていたんだ。夕暮れ、旧道の前に立つと、昼よりも深い影が沈んでいた。風向きが変わるたびに、奥から何かが押し戻されるような冷気が流れ込んできた。道の先は曲がっているだけなのに、先が見えない。家の中は静かで何も起きていない。ただ旧道だけ時間の層が一枚ずれているように思えたんだ。その夜、家族が寝静まった頃、裏から乾いた音が一度だけ響いた。木を叩いたような、土を落としたような、不自然に軽い音だった。耳を澄ますほど音は消えていき、気配だけが残った。決して大きな音ではなかったのに、胸の奥に小さなざらつきが沈んだまま取れなかった。そして翌朝、旧道の入り口に誰かが立っていた痕跡を見つけることになる。3日目の朝、旧道の入り口の土がわずかにえぐられていた。靴の跡ではなく、指で強く押したような深さで、形は不規則だった。夜の間に誰かが立っていたのか、踏みつけられたというより、そこにしがみついていたような跡にも見えた。触れると冷たく湿っていて、朝日が差しているのに乾く気配が全くなかった。昼前、家族で短い散歩に出かけた。裏手を避けて別の道へと向かったはずなのに、15分も歩くと景色が変わらなくなったんだ。木の並びが繰り返しているように思えて、曲がり角をいくつも通ったのに同じ形の石垣が現れたんだ。距離を確かめようとスマホの地図を開いても、現在地の表示が遅れたままピタリと止まり、針は方向を示さない。電波が弱い場所でもないのに、地図の中だけが静かに止まっているようだった。風の流れもいつの間にか一方向に偏っていた。木の葉が自分たちの方へと押し寄せてくるように揺れ、道の奥の影が少しずつ濃くなっていく。遠くから鳥の声が聞こえたが、その声だけが距離を感じず、空気の厚さの中で張り付いたように響いた。
子供が急に足を止め、誰かに見られてる。とつぶやいたんだ。どの方向かを聞いても指をささず、ただ周囲を警戒するように目を動かしていた。引き返そうとしたとき、小さな祠のような石の塊が道端にあった。図形にも見えない形の線が刻まれ、表面に薄く黒い跡がついていた。手を触れないまま横を通り過ぎると、背後で空気が揺れた。耳のすぐ後ろで誰かが小さく息を吸ったようで、振り返ってももちろん誰もいなかった。けれど草の先が風とは違う力で押されていたんだ。家に戻ると地主の老人が門の前に立っていた。いつもより顔色が悪く、額に細い汗が浮いていた。裏へ行きましたか？と開口一番に尋ねてきた。俺は散歩しただけだと言うと、老人の目がわずかに見開いた。あの道は入ってはいけないよ。あれは戻らなくなる前触れだから。と低く震えた声で言った。理由を聞こうとしても老人は答えず、ただ夜になればわかるとだけ残して去っていった。夕方、旧道の入り口に立つと、昼よりも深い影が道の奥に沈んでいた。風が吹いているのに奥の木々だけが揺れず、影が地面を伝うようにゆっくりと広がっていた。足元の土がわずかにへこみ、まるで誰かがそこを歩いた後のように沈んだんだ。空気の厚さが増し、数ほど胸に重く溜まっていった。家に戻ると子供が窓の外を見つめたまま動かなかった。さっきあの道の場所に人が立ってたよ。と言うんだ。どんな人かを聞いても説明できないという。ただ黒い形だったとだけ。まだ姿ははっきり見えないのに、旧道の向こうで何かが形を持ち始めている気配だけが確かにあった。だが次の日、確信することになる。あの道はどこかへ続いているのではなく、どこかが近づいてきているんだと。4日目の午後、旧道の奥に薄い霧が出ていた。朝日が差しているのに、霧は一箇所に固まったまま動かず、道の表面だけを白く塗りつぶしていた。近づくほど空気が重くなり、風が止まり、外の音が遠くへ押しやられたように消えた。足元の土は乾いているのに湿った匂いがした。生乾きの布のような、古い井戸の底のような匂いだった。霧の中を数歩進むと、景色が一度ねじれたように感じた。その瞬間、そこはもう旧道ではなかった。左右に古い木造の家が並び、板の壁は割れ、屋根の瓦はところどころ落ちていた。誰も住んでいないはずなのに、家の前に置かれた桶は濡れていて、軒下には乾ききらない洗い物が一つ下がっていた。人が使っていた痕跡が
そのまま時間から切り離されたように残っていた。後ろを振り返ると来たはずの道がなかった。濃い霧が壁のように立ちふさがり、景色を塗り替えたように何も見えなかった。戻ろうとしても足が重く、空気の圧が胸にのしかかる。二歩後ろに下がるだけで息が詰まるほどの拒まれる感覚があった。村の中心らしき場所に小さな祠が傾いていた。木の表面は黒く焦げたように変色し、足元には細かい木片が散らばっていた。祠の横には倒れた柱が一本転がり、その先端には乾いた赤茶の跡がかすかに残っていた。触れなくても匂いが分かった。遠い昔の争いが地面に張り付いたまま離れていない匂いだった。家屋の一つの戸が半開きになっていて、風もないのにわずかに揺れていた。中を覗くと茶碗が机に残っており、布団がめくれたまま床に落ちていた。そこにいた誰かが途中で姿を消したような乱れ方だった。奥の暗がりには何も見えないはずなのに、目があったような気配だけが先に届いた。耳元で小さな音がした。廊下を歩くような軽い足の動きで、板の沈む響きが一度だけ空気に触れた。振り向いても誰もいないのに、家の奥からゆっくりと影が伸びてきた。人の形に見えるようでいて、輪郭が安定せず、霧の中で形を探しているように揺れていたんだ。子供が小さく息を飲んだ。ここ、誰もいなかったのに。と、震える声で言った。俺は意味がわからず聞き返すと、子供は家の奥を指さした。さっきまであの部屋にいたよ。黒い服の人、こっち見てた。霧の奥で影が一つ動いた。ゆっくりと首の高さあたりで揺れ、こちらに向きを変えたように見えた。人影が立っていた場所の後ろには倒れた井戸があり、その縁には古い字で何かが刻まれていた。読めないはずなのに、頭の奥で一つだけ言葉が形になった。杉沢。まるで誰かが耳に近づいて囁いたような重みで、はっきりとそう聞こえた。霧の中で立ち止まった瞬間、空気の重さが変わった。村の家並みが薄く揺れ、耳の奥で低いざわめきが広がった。誰かが大勢で話しているような、しかし声ではなく息だけが集まったような、そんな圧だった。子供が急に手を握りしめ、帰ろうと震えた声で言った。だがどこへ向かっても霧の壁が立ちはだかり、旧道の方角すらわからなかった。家の間を抜けると広場のような場所に出た。中央には倒れた井戸、その横に古い木札が散らばっていた。表面には墨の線が混じり、字が崩れた跡が残っていた。その中の一枚にだけかろうじて読める
線があった。丸みを帯びた筆跡で、沢の字が浮かび、横にはかすれたもう一文字が並んでいた。読めないのに脳の奥で形だけが明確だった。その時、井戸の裏側から足音がした。乾いた板を踏むような軽い響きで、ゆっくりと近づいてきた。走るような気配ではなく、まるでその場に戻ってきたかのように、一定の間隔で音が鳴った。霧の奥から黒い影が一つ浮かび上がり、肩ほどの高さで揺れたんだ。距離があるのに、ただこちらを見ていると分かった。影は動かない。その代わり、広場の両側の家から別の影がにじむように現れたんだ。形を持つ直前の黒い人影で、服が古い。昭和の頃の作業着のような色の抜けた布の輪郭。足元は地面に触れていないようで、影だけが地面に薄く沈んでいた。人数は増え続け、井戸の周りに半ば円を描くように立ち並んだ。子供が小さくつぶやいた。この人たち、みんな逃げてた。その声に返事をするように、影の一つがわずかに動いた。肩が揺れ、まるで後ろを振り返る動作を思い出したかのようだった。次の瞬間、耳の奥で短い叫び声のような響きがかすかに弾けた。声ではなく、記憶のかけらのような音だった。村の家々の中で戸が一つだけ揺れた。風もないのに奥が暗く開き、板の上に乾いた泥の跡が一本続いていた。泥の形は小さく、子供の歩幅に近かった。だが、その横に重い足跡があり、明らかに大人のものだった。二つの跡が重なり、家の奥へと続いている。家族が逃げようとした痕跡ではなく、追われて逃げた後のように見えたんだ。そして不意に霧が一瞬薄れた。村の奥にある道の先に人影が一人立っていた。他の影よりもはっきりとしていて、着ている服が違った。古びた作業着ではなく、黒い羽織のようなものをまとい、顔の半分が霧に隠れている。立ち姿だけで異様な気配があり、その形はまるでこの村を滅ぼした存在のように感じたんだ。影たちは一斉にそちらへ顔を向けた。霧の静けさに耐えきれないほどの圧が押し寄せ、空気が震えた。子供がとっさに目を覆い、あの人、まだいるんだ。と言った。わかるはずのない言葉が、なぜか村全体の空気と合わせて真実のように響いた。その影はゆっくりとこちらに向けて頭を傾けた。霧が深さを増し、足元の地面が沈む感覚がした瞬間、急に視界が白く跳ねた。気づいたとき、村の景色は消えていた。霧の中の出口に放り出されたように、旧道の手前に立っていたんだ。時間がどれほど過ぎたのかわからない。ただ一つだけは
はっきりとしていた。広場に散らばっていた木札のうちの一枚が俺の足元に張り付いていたんだ。そこには崩れた文字でこう刻まれていた。杉沢。旧道に戻った時、夕暮れが落ちかけていた。足元の木札は乾いた音を立てて転がり、墨の線が薄くにじんでいた。家までの帰り道は現実の景色に戻っているはずなのに、周囲の音がどれも遅れて届き、背中にはまだ霧の重さがまとわりついていた。玄関に近づくと、門の前には地主の老人が立っていた。いつもより顔色が悪く、唇がわずかに震えていた。俺の姿を見ると、老人は安堵とも絶望ともつかない表情を浮かべ、戻ってきたのか、と喉の奥で転がすようにつぶやいた。問い返そうとしたが、老人は続けて、見たんだな、とだけ言った。言葉の端に長い震えが染みついていた。老人は裏手を見ようとしないまま、あそこはもともと俺の村だったんだ。昭和の初め、村の者は皆、あの日に。そこで声が途切れ、肩が大きく沈んだ。生き残ったのはわしだけだ。他は霧に飲まれた。老人は自分の胸ポケットから古い木札を取り出した。表面はひび割れ、墨の線は擦れている。それでも読める文字が一つだけ残っていた。杉の字だった。その隣に当時のものらしい名字の一部がかすかに残っている。震える手で木札を見せながら老人は目を伏せた。封じてきたんだ。ずっと外へ出ないように。ここに住む者を遠ざけるために。格安物件の理由がようやくつながった。誰も住みたがらない土地を老人が必死につなぎ止めていたんだと分かった。裏の旧道は村の入り口ではなく、村がこちらへ伸ばしてくる残り道だったんだ。老人はそれを塞ぐ最後の存在で、俺たちはその結界の上に越してしまったんだ。戻った影は名を探す。と老人は言った。村が消えた日の続きを見つけようとするんだ。誰かを連れて行こうとする。その言葉の最中、家の中から小さく何かが落ちる音がした。子供が驚いて振り返ると、中央の廊下の暗がりに影が一つ立っていた。黒い輪郭で形が霧の中と同じだった。足は床に触れず、肩のあたりだけがわずかに揺れていた。息を飲むと影は廊下の奥へゆっくりと角度を変えた。顔は見えない。ただ視線だけがこちらに伸び、空気の温度が一気に下がる。影の足元にいつの間にか木札が落ちていた。家族の名字と並んで黒い墨で書かれた古い地名が沈んでいたんだ。杉沢。次の瞬間、影の後ろの闇が膨らみ、
もう一つ、また一つと人の形が並び始めた。昭和の服、濡れた足元、誰も声を出さないまま、廊下の奥にゆっくりと集まっていく。始まった。地主の老人がかすれた声でつぶやいた。影たちは動かない。ただ数を増やしながらこちら側へと来ようとしていた。あの腕を初めて見たのは真冬の深夜だった。給油ブース全体が静まり返っていて、風も止まり、機械のうなりすら小さく聞こえるほどの夜だった。巡回の途中、ふと監視モニターに視線を向けた。その瞬間、胸の奥が一段冷えた。そこに映ってはいけないものが映っていたんだ。画面に映るのはいつも通りの無人の給油スペース。だがその中央にだけ白くて細い腕が一本まっすぐに立っていた。肩も胴体もない。ただ肘から先だけが地面に突き刺さるように生えていたんだ。最初は光の反射かと思った。でも見れば見るほど皮膚の質感が生々しかった。ライトに照らされて薄く光り、血の気のない白さが画面いっぱいに浮き上がっていた。心臓が跳ねたとき、腕がゆっくりと動いた。指が一本ずつ開き、最後に人差し指だけが立った。そしてその指先がモニターの右端、給油機の裏側を静かに指した。誰もいないはずの方向だった。モニターの音声はないのに、刺された瞬間だけ耳の奥が痛むような圧が走った。怖かったのは腕の動きだけではない。俺が息を吸うたびに画面の中の指先もわずかに震え、呼吸に合わせて動いているように見えたことだった。目を離したくても離れない。視界の端がにじみ、耳が熱くなるほどの恐怖だった。そして気づいたとき、腕は消えていた。画面には何も映っていない。ただ、給油機の裏だけわずかに闇が濃く見えていた。その夜からだ。給油機の裏側を通ると決まって耳の奥に指を鳴らすような小さな音がつきまとうようになったのは、監視モニターに腕だけ映ったあの夜から、給油機の裏を通るたびに耳の奥で小さな音が鳴り始めた。パチッ、パチンと指を軽く弾くような乾いた音。風は吹いていないのに、音だけが一定の間隔でついてきた。最初は機械の故障だと思った。だが音が鳴るのは決まって、俺が裏側を通る瞬間だけだった。誰かが待ち構えて、俺の足音に合わせて鳴らしているみたいに。そのうち音だけではなく、感覚まで変わってきた。裏側へ近づくほど、背中に薄い膜が張り付くような圧がかかり、空気が細くなる。息を吸うのが面倒になるような湿った重さが漂っていた。ある夜、ついに決定的なものを見た。巡回で給油機の裏へ回ると、そこだけ空気の色が濃く見えた。影が溜まっているわけでもないのに、暗さの質が違う。ライトの明るさが十分に届いているのに、裏側だけは夜の底のようだった。その闇の中央がわずかに揺れた。風は吹いていないし、揺れる理由がない。目を凝らすと黒い影の中から指先がひょいと出た。モニターで見たものと同じ、あの白い人差し指だった。
指はまっすぐ俺を指した。動きはゆっくりなのに、怖さだけは一気に胸に突き刺さった。そのまま指が左右に揺れ始め、俺に、来い、と示すように曲げられた。呼吸が浅くなり、足が勝手に後ろへ下がる。裏側へ近づけば何か起こると分かっていた。だが動けなかったのは次の瞬間だ。白い指が一つ闇から完全に抜けた。続いて2本、3本とゆっくり増えていき、最終的に腕そのものが闇の中からずるりと現れた。モニターに映った時と同じ異様に細い腕。皮膚の色だけがライトに浮き、存在を誇張していた。その腕が給油機の外側ではなく、内側へ向かって伸びた。そして金属の隙間へ指を差し込み、ゆっくりと何かを探るように動いた。その時、給油機全体がわずかに震えた。まるで中に誰かが入っているみたいに。給油機の裏側へ白い腕が入り込んだ瞬間、金属の奥で何かが動いたような鈍い振動が走った。機械が壊れた揺れではない。内部で柔らかいものが身白きした時のような湿った震え方だった。逃げるべきなのに足が地面に縫い付けられたみたいに動かなかったんだ。腕はゆっくり奥へ潜り、手首まで飲み込まれた。その動きと同じタイミングで給油機の側面がわずかに膨らんだ。中に誰かがいる。その理解が喉を締め付け、呼吸が細くなった。次の瞬間、給油機の内部からコツンと金属を叩く音が響き、続いて内側から何かが壁を押す形で盛り上がった。明らかに人の指の形だった。5本の盛り上がりが金属越しにゆっくりと動き、俺の立つ方向へ向けてスッと滑っていった。その軌道は完全に俺をなぞっている動きだった。背筋が勝手に震え、全身が汗ばむ。照明が揺れ、影が不自然な形に伸びた。給油機の内部からもう一度コツンと叩く音。すると裏側の闇がふっと浅くなり、腕がゆっくりと引っ込んでいった。引っ込むというより、機械の中へ溶けるように吸い込まれていった。腕が完全に消えた瞬間、給油機のランプが突然点灯した。誰も操作していないのに、給油準備完了の緑のランプが明るく光り、同時に軽い電子音が鳴った。それはまるで俺を呼んでいるような音だった。恐怖が限界に達し、事務所へ駆け戻った。監視モニターを確認すると、給油機の裏に腕は映っていなかった。だが画面には、さっきまでなかったはずの黒い影が映っていた。給油機の内側から外へ抜け出そうとしているような影。その濃さは照明では説明できない異様な暗さだった。そしてさらに恐ろしいのはその次だ。モニターの端が勝手にズームされたんだ。誰も触っていないのにカメラが自動で寄り、給油機内部の小窓が画面いっぱいに映った。その小窓の奥で白い指先が一本だけゆっくりとガラスをなぞった。ガラスにははっきりと跡が残った。外へ出るとでも言いたげに。翌日給油機の点検を頼んだが、内部には何も異常がなかった。ただ点検員が一つだけ言った。これ、内側に指の跡がついてますね。と。
この土地では夜道を一人で歩くとき、声に出して数を数えてはいけないと教えられてきた。無意識に歩調を合わせるために数えてしまう人間は多かった。だがこの辺りではそれが禁忌とされている。理由を大人に聞いても返されるからだ。それしか言わない。昔から語られている話では、夜の道には数を欲しがる者がいるという。姿は見えない。足音もない。ただ人の数を聞き分ける。夜道で数を数えると、どこからともなく続きを引き取る声が混じる。最初は気のせいだと思う程度だ。自分の声が反響しただけだと誰もが納得しようとする。だが決定的な違いがある。帰ってくる数は必ず一つ先なんだ。3といえば4、7といえば8。自分の数え方よりわずかに正確でわずかに早い。それに気づいた者は数をやめる。足を止める。だがもう遅い。数を返された時点で数え合いが始まっているからだ。この町では昔、夜道で突然立ち尽くす人がいたという。何も見えない場所で何かと向かい合うように。翌朝、その人は戻ってきた。怪我もないし、意識もはっきりしていた。だが一つだけおかしな点があった。数が合わなくなっていた。指の本数ではない。年齢でもない。持ち物でもない。自分がいくつまで数えられるか。それだけが本人にもわからなくなっていた。だから今でもこの土地では夜道で無言になる。足音だけで歩く。数を数え始めたら返事が来る前に必ず口を閉じろ。そう言い伝えられている。この土地で言われる返されるという言葉には単に声が返ってくる以上の意味があった。数を数えると相手は数そのものを受け取るんだという。昔の言い伝えではあれは声ではなく人が持っている数える力、それに反応する魔物とされている。人は幼い頃から数を覚え、順を覚え、世界を理解する。1、2、3と数えられることで物事の区切りを認識する。夜道で数を数える行為は無意識のうちに自分の世界の区切りを外へさらす行為になる。それをあの魔物は聞き取るんだ。数を返された者は必ず次の段階に進む。返された数を無視して歩き続けると、今度は足音が合わなくなる。自分の歩数と地面を踏む感覚がずれ始める。一歩踏み出したつもりが
半歩分しか進んでいない。逆に止まったはずなのに前に出ている。この段階で魔物はすでに横にいるとされる。姿は見えない。だが距離だけは正確だ。古い話では数を返された者が意地になって数え続けたことがあった。一つ返されるたびにさらに数を重ねた。自分の声で相手を上回ろうとした。翌朝その者は村に戻った。普通に話し、普通に歩き、見た目に異変はなかった。だが村人が異変に気づいたのは、その者が井戸の水を汲もうとしたその時だった。桶を3回下ろしたつもりで、実際には4回引き上げていた。だが本人は3回だとずっと言い張っていた。魔物は数を奪うのではない。数えた間隔をずらすんだ。それ以降その者は何をするにも回数が合わなくなった。戸を閉めた回数、鍵を回した回数、息を整える回数。世界の区切りが本人だけ違ってしまったんだ。だからこの土地では声を返された者には近づかない。声をかけない。視線も合わせない。数が合わない者はいずれこちらの数まで狂わせると信じられているからだ。数が狂った者は最初は自分だけの違和感として抱え込む。周囲と話は合う。生活も成り立つ。ただ世界との噛み合いが少しずつずれていく。時計を見ているのに時間が合わない。5分待ったはずが10分経っている。逆に長く感じた時間が実際には一瞬だったこともある。本人は感覚の問題だと思おうとする。だが夜道だけは違った。数を返された者は夜になると歩調を整えられなくなる。足音が自分のものではないように感じられ、無意識に数を数え直してしまう。1、2。そこで必ず続きを返される。返事は声ではないこともある。石を踏む音、枝が折れる音、水が跳ねる音。だが順番だけは必ず合っている。こちらが2まで数えれば、必ず3に相当する何かが返ってくる。古い言い伝えでは、あの魔物は数そのものを食うのではない。人が数を頼りに世界を測る。その癖を学ぶという。十分に学んだ後、魔物は入れ替える。その人が持っていた数の感覚を少しだけずらして返す。代わりに魔物は人の世界にピタリと合った数を手に入れる。だから数が狂った者はしばらくすると
夜道で立ち止まるようになる。進んでいるのか、止まっているのか、自分でもわからなくなるからだ。昔、数が狂ったまま年を取った者がいた。その者は最後まで村を離れなかった。理由は簡単だ。村の中にいる限り、誰も夜道で数を数えなかったからだ。だがその者が亡くなった夜、村の外れで奇妙なことが起きた。夜道を歩いていた若者が無意識に数を口にしたという。1、2、3。すぐ横で4つ目の足音が鳴ったそうだ。この土地では今も夜道で数を数えない。理由は一つだ。数を返されるということは、もう一人同じ数を持つ者がすぐ横を歩いているということだからだ。これは俺と工藤と遠藤で初めて海外に行った時の話だ。きっかけは本当に些細なもので、いつも通り特にやることもなく3人でダラダラと過ごしていた夜のことだった。テレビも適当に流しているだけで誰も真面目に見ていない。そんな中でスマホをいじっていた工藤がふと思い出したように顔を上げた。なあ、海外とか興味ねえ？唐突なその一言に、俺は少し間を置いてから顔を向けた。はあ？急になんだよ。そう返すと、工藤はどこか楽しそうに口元を歪めながら、スマホの画面をこちらに軽く傾けて見せてきた。いやさ、最近ちょっと調べてたんだけどさ、海外って日本と違ってマジモンが出るっていう場所があるらしいんだよな。また始まったと思った。こういう話題を持ち出すのはだいたいこいつの役目みたいなものだった。はぁ、またその手の話かよ。俺が呆れ半分でそう言うと、工藤は気にして様子もなく肩をすくめる。いやいや、でもさ、一回くらい行ってみたくね？そういうとこ。まあどうせなら本場っていうかさ。いや、普通に意味わかんねえし、一人で行けよ。俺がそう突き放すと、工藤はすぐに困ったような顔を作ってみせた。いやー、それが無理なんだって。俺、言葉もわかんねえしさ。そこまで言ってから、わざとらしく視線を横に流す。その先にいるのは、ずっと無言で座っていた遠藤だった。その瞬間、嫌な予感がした。でもさ、お前らいるじゃん。軽い調子でそう言いながら、工藤は身を乗り出した。なあなあ、海外旅行行こうぜ。いつもの流れだった。工藤が言い出して、俺が適当に突っ込んで、それでも結局、なんとなく話が進んでいく。今回もそんな感じで終わると思っていたんだ。その時までは。少しの間を置いて、遠藤が口を開いた。場所ってどこなんだ？低く、抑えた声だった。その一言で、ほんのわずかだけ空気が変わった気がした。工藤も一瞬だけ言葉に詰まりかけたが、すぐにいつもの調子に戻る。東南アジアの方。なんか安くってさ、観光地も多いし、飯もうまいらしい。
そう言いながらスマホを操作して、今度ははっきりと画面を見せてきた。あとさ、これ見てくれよ。レビューなんだけど。そこには予約サイトの画面が表示されていた。写真だけ見れば、ごく普通の綺麗なホテルに見える。評価、めっちゃ極端なんだよ。最高だったってやつと、二度と止まらないってやつが半々くらいでさ。だからなんだよ。こういうの、一番面白いじゃん。全然面白くない。やめとけって、そういうとこ。俺がそう言うと、工藤は軽く笑って受け流した。大丈夫だって、どうせ何も起きねえから。その時遠藤は何も言わなかった。ただ一度だけ画面をじっと見て、小さく息を吐く。ここか。ぼそりとしたつぶやきだった。その意味を、その時の俺は特に気にしなかった。そして結局、そのまま話はまとまった。いつも通り、流れで決まったようなものだったが、気がつけば本当にチケットを取っていて、気づいたら出発の日が来ていた。空港に向かう電車の中でも、工藤はずっと落ち着きがなかった。窓の外を見ては何かを言い、スマホを見てはまた騒ぐ。初めての海外に浮かれているのはわかるが、それにしてもテンションが高すぎた。やべえな。本当に行くんだな、俺ら。お前が言い出したんだろ？いや、でもさ、なんか実感湧かなくね？そんなやりとりを横で聞きながら、俺はぼんやりと遠藤の方を見た。遠藤はいつもと変わらない様子で座っていた。ただ時折、窓の外に視線をやっては、何かを確かめるように目を細めている。その仕草が少しだけ引っかかった。飛行機に乗って数時間後。現地に着いたのは夕方を少し回った頃だった。空港を出た瞬間、空気の違いがはっきりとわかる。湿気を含んだ重たい空気と鼻に残る独特の匂い。それに加えて周囲から聞こえてくる言葉もどれ一つとして意味がわからなかった。うわぁ、海外って感じするな。工藤は相変わらず楽しそうだった。俺たちはタクシーを拾い、予約をしていたホテルへと向かった。そのホテルは外から見れば特に変わったところはなかった。むしろ値段の割には整っていて、見た目だけなら当たりを引いたようにも思えた。めっちゃいいじゃん。工藤が満足そうに言う。確かに悪くはない。ただ、入り口をくぐった瞬間に、ほんのわずかな違和感を覚えた。それは、静かすぎるんだ。ロビーには人がいるし、受付にもスタッフはいる。それなのに、音が妙に響かないというか、空気が吸われているような感覚があった。なんか静かじゃね？俺がそう言うと、工藤は軽く振り返る。気のせいだろ。こういうもんじゃね？そう言われれば、そんな気もする。遠藤は何も言わず、ただ一度だけ天井の方を見上げた後、すぐに視線を戻した。部屋に案内され、中へと入る。内装も特におかしなところはない。ベッドが3つ並び、壁にはテレビと、その正面に大きな鏡が取り付けられている。普通だな。俺がそうつぶやいたとき、工藤が鏡の前で立ち止まった。なあ、この鏡さ。どうした？いやー、なんか位置微妙じゃね？言われてみれば、ベッドの正面にあるにはあるが、ほんの少しだけずれている気がする。気にするほどではないが、なんとなく落ち着かない配置だった。
まあ、こんなもんなんじゃない？俺はそう言って流した。そして工藤もすぐに、まあいいか。と、興味をなくした様子でベッドに倒れ込んだ。夜になる頃には観光で歩き回った疲れもあって、三人とも部屋でくつろいでいた。テレビをつけても内容はよくわからず、結局、スマホをいじるか雑談をするかのどちらかになる。そんな中で、ふと工藤が思い出したように口を開いた。そういやさ、こういうとこって、やっぱあるらしいぞ。嫌な予感しかしなかった。何がだよ。決まってんじゃん。出るやつ。またその話か。と内心で思いながらも、俺は適当に相槌を打った。なんかさ、深夜2時に目をつぶって、変な言葉を唱えてから鏡を見るとさ、後ろに何かがいるらしいんだ。やめろって。俺が思わず遮ると、工藤はすぐに笑った。冗談だって、そんなんやるわけねえじゃん。確かに、その場の誰も本気にはしていなかった。遠藤も特に反応を示さなかった。しばらくして、もう寝るか、と遠藤がそう言った。それをきっかけに俺たちは順番にベッドに入る。電気を消すと部屋は一気に暗くなった。カーテンの隙間から差し込む外の光だけがぼんやりと室内を照らしている。まあ明日朝から動くしな。おやすみ。工藤の気の抜けた声が聞こえてきた。そして遠藤は何も言わなかった。目を閉じてからどれくらい経ったのかわからない。ふと俺は目を覚ました。理由ははっきりとしない。ただ何かに引っかかったようなそんな感覚があった。部屋は静まり返っている。いや、耳を澄ますとかすかに何かが聞こえる。小さな声。途切れ途切れで言葉とも呼べないような音。な、ば、し。誰かが何かをつぶやいている。俺はゆっくりと体を起こし、暗闇の中で音のする方を見る。工藤だった。ベッドの上に座ったまま、こちらに背を向けている。その姿はほとんど動かないのに、口元だけがかすかに動いているのがわかる。トゥラ、ナ、バ。はっきりと聞こえているはずなのに、意味だけが抜け落ちていくような不思議な感覚だった。その時、ふと視界の端にあの鏡が入った。そしてなぜか目が離せなくなった。鏡から目が離せなかった。暗がりの中でぼんやりとこちらを映しているだけのはずなのに、妙に存在感がある。光もほとんどないのに、そこだけ輪郭がはっきりとしているように見えた。その理由に気づくまで少し時間がかかった。鏡の中に映っているのは部屋の様子と、ベッドの上に座っている工藤の背中。それだけのはずだった。最初はそう見えていた。けれど、じっと見ているうちに違和感がじわじわと広がっていく。工藤の後ろに何かがいるんだ。そう認識した瞬間、背筋が一気に冷えた。ただ、それはすぐに人影だとは思えなかった。距離感がおかしい。本来なら、工藤の背後に立つなら、もう少し引いた位置にいるはずなのに、鏡の中のそれはやけに近いんだ。肩のすぐ横というよりは、ほとんど覆いかぶさるような位置に顔だけがある。ありえない位置だった。しかもその顔は
こちらを見ていたんだ。俺は思わず息が詰まった。目はある。鼻も口もある。形だけなら人間と何も変わらないはずなのに、全体のバランスがどこか狂っている。片方の目はこちらを捉えているのに、もう片方はあさっての方向を向いているように見えるし、口元は笑っているのに、その笑みには一切の動きがなかった。張り付いたような同じ形のままの笑み。そして何より近すぎるんだ。鏡越しとは思えないほど、その顔はこちら側に迫っている。その瞬間だった。入れて。工藤の声がはっきりと聞こえた。さっきまでの途切れたつぶやきとは違う、意味を持った言葉。俺は反射的に視線を鏡から外し、工藤の方を見た。工藤はゆっくりと立ち上がり、そのままドアの方へと歩き出していた。動きがぎこちない。まるで誰かに操られているみたいに、一定のリズムで迷いなくドアへと向かっていく。入れて。もう一度同じ言葉。その声はさっきまでとは違っていた。工藤の声のはずなのに、どこか重なって聞こえる。そしてほんのわずかに遅れて、別の声が同じ言葉をなぞっているような、そんな違和感だった。ドアノブに手がかかる。俺は、まずいと思った。止めなきゃいけないと分かっているのに、体が動かなかったんだ。視界の端で、さっきのあれがまだいるんじゃないかという恐怖で、思考がうまくまとまらなかった。その時だった。やめろ。低い声がすぐ後ろから聞こえた。振り返るより先に遠藤が動いていた。ベッドから起き上がると同時に一直線に工藤の元へと向かい、その肩を強く引き戻す。そのまま体勢を崩した工藤を無理やり床に押さえつけると、迷いなく首の後ろに手を当てた。遠藤！俺が思わず声を上げると、遠藤は一瞬だけこちらを見た。鏡見るな。それだけを言うと、すぐに視線を工藤へと戻した。その目は、さっきまでとは明らかに違っていた。次の瞬間、鈍い音が部屋に響いた。ドンという重い衝撃音。遠藤が工藤の首の付け根を一定のリズムで叩き始めていた。力任せというよりかは、何か型があるような動きだった。感覚を崩さずに、同じ場所を同じ強さで叩き続けている。それと同時に何かをつぶやいている。低く、抑えた声で。それは確かに聞こえているはずなのに、意味が頭に入ってこない。音としては認識できるのに、言葉としては残らない。ただ、その中の一つだけ、はっきりと聞こえたものがあった。戻れ。その言葉に反応するように、工藤の体がビクリと跳ねた。次の瞬間、工藤が笑った。それは、喉の奥から絞り出すような不自然な笑い声。その笑い声が妙に遅れて聞こえる。口の動きと音のタイミングが合っていない。ずれている。入れて。さっきと同じ言葉がまた漏れた。でも今度ははっきりと二重に聞こえた。一つは工藤の声、もう一つはもっと低くかすれた声。やめろ。それが誰のものなのか一瞬わからなかった。遠藤でも俺でもない。
なのにその場にいる誰かの声のように聞こえたんだ。遠藤は動じなかった。リズムを崩さず同じ動作を繰り返す。ドン、ドンと鈍い音が続くたびに工藤の体がビクッ、ビクッと痙攣する。戻れ。短く、はっきりとした声。それを何度か繰り返した後、不意にすべてが止まった。音も、動きも、声も。工藤の体から力が抜け、そのまま床に崩れ落ちた。部屋の中に異様な静けさが戻った。遠藤はしばらくそのままの姿勢で工藤を見下ろしてはいたが、やがてゆっくりと手を離した。大丈夫だ。ぽつりとそう言う。何がどう大丈夫なのかわからなかったが、その声を聞いた瞬間、ようやく呼吸ができるようになった気がした。俺は恐る恐るもう一度だけ鏡の方を見た。だけどそこには何もいなかった。さっきまで確かにあったはずのあの違和感も影もすべて消え去っている。ただいつも通りの部屋が映っているだけだった。まるで最初から何もなかったみたいに。そのことが逆に気味が悪かった。しばらくの間、誰も口を開かなかった。さっきまで確かに何かが起きていたはずなのに、部屋の中は妙に静かで、現実感が薄れているような、そんな感覚があった。床に倒れたままの工藤が小さくうめき声を上げる。俺と遠藤はほぼ同時にそっちを見た。工藤はゆっくりと目を開けて、ぼんやりとしたまま周囲を見回した。ここ、どこだ？ホテルだよ。覚えてねえのか？俺がそう言うと、工藤はしばらく考えるような顔をして、それから頭を押さえた。いや、なんか変な感じだな。その言い方に、さっきまでのことをどう説明するべきか迷ったが、結局そのまま聞くことにした。お前さっき何したか覚えてるか？え？さっき？工藤は少し眉を潜めて、それからぽつりとつぶやいた。夢なら見てた気がする。その一言で部屋の空気がわずかに変わった。遠藤は何も言わなかったが、視線だけが工藤に向いている。どんな夢だよ。俺が促すと、工藤はゆっくりと言葉を選ぶように話し始めた。なんかさ、ここじゃない場所で、暗くてよくわかんねえところで。一度言葉を切って目を細めた。俺、動けなかったんだよ。気づいたら、なんかに固定されててさ、なんか十字架みたいなやつに。背筋がじわっと冷えた。んで、その周りをさ、なんか人じゃねえやつがぐるぐると回ってるんだ。顔は見えてたはずなんだけど、思い出せねえんだよな。さっきまで覚えていたはずなのに、というように首をかしげている。でも一人だけ前に来たやつがいてさ。工藤の指が無意識に自分の目元を触る。そいつめっちゃ近かったんだよ。なんか、ありえねえくらい。俺は何も言えなかった。ただ、さっき鏡で見た、あれの距離を思い出していた。顔はちゃんとあったんだよ。目も口も、全部あるのにさ。なんか、配置がおかしいっていうかさ。そこまで言って、工藤は一度言葉を止めた。目がな、
片方だけずっと俺を見てて、そしてもう片方は違うところを見てたんだ。口も笑ってんのに音はしてなかった。ぞわりとした感覚が背中を這い上がる。んで、そいつがなんか言ってきたんだよ。工藤は少しだけ考えるように黙り込んでから、ぽつりと続けた。でもな、なんか日本語だった気がする。海外のはずなのに。その違和感に俺は思わず遠藤の方を見た。だけど遠藤は表情を変えなかった。もう見えてるだろう。って言われた気がする。その一言でさっきの鏡の光景が頭の中で完全につながった。それでさ、そして工藤はゆっくりと目を伏せる。細いもん持ってて、なんかやたらと尖ってた。指先がまた目元に触れた。そしてな、それをそのまま俺の目に、そこまででいい。遠藤が静かに遮った。短い一言だったが、それ以上話させないという強さがあった。工藤は、え？という顔をしたが、それ以上は何も言わなかった。少しの沈黙の後、工藤はぽつりと付け加えた。あ、でもさ、上から声がしたんだよ。遠藤を見る。遠藤の声だった。ねえ、開けるなって。その言葉を聞いた瞬間、遠藤の視線がほんのわずかに動いた。で、そこで目が覚めたんだ。結局あれ、何だったんだろうな。軽く笑おうとはしたが、うまく笑えてはいなかった。俺は何も言えず、ただ遠藤の方を見る。遠藤は少しだけ間を置いてから短く答えた。見なくていいもんだったな。それだけだった。それ以上は何も言わなかった。とりあえず、もう寝ようか。俺がそう言うと、工藤は、ああ、と曖昧にうなずいた。明日も朝から動くしな。なんかよくわかんねえけど、結局いつも俺だよな、こういうの。そして工藤は少しだけ苦笑いをしながら、ベッドに潜り込んだ。お前、なんか引き寄せてんじゃねえの？俺が冗談半分で言うと、やめろよそれ。と返してきたが、その声にはいつもの軽さがなかった。それでも無理やり、いつもの空気に戻そうとする。まあでもさ、遠藤もいるし、大丈夫だろ。俺がそう言うと、工藤は、まあな、と小さく笑った。そして遠藤は何も言わなかった。部屋の電気を消す。暗闇が戻る。さっきまでの出来事が嘘みたいに静かだった。そしてベッドに横になりながら俺はぼんやりと考えた。あれは結局何だったのかわからなかった。でもとりあえず今は何も起きていない。それだけで十分だと思うことにした。まあ、遠藤がいるし、大丈夫か。俺はそう小さくつぶやいて目を閉じる。そしてしばらくして、ふと目を開けた。理由はわからない。ただなんとなく、さっきの鏡のことが頭に引っかかった。暗闇の中で、ぼんやりとその位置を見る。あれ？あの鏡、最初からあそこにあったっけ？目が覚めたとき、
最初に思ったのは、静かだなぁ、ということだった。昨夜のことが嘘みたいに部屋の中は落ち着いている。カーテンの隙間から差し込む朝の光がやけに現実感を強くしていた。ベッドの上で体を起こしながら俺は小さく息を吐く。結局、あれは何だったのか。夢にしては妙に生々しくて、現実にしてはどこか曖昧で、うまく整理がつかなかった。起きてるか？横から遠藤の声がした。いつもと変わらない低くて落ち着いた声だった。そっちを見ると、遠藤はすでに身支度を整えていて、荷物もある程度まとめてあった。それは昨夜のことがまるでなかったみたいに普段通りの顔をしていた。なんか変な感じだな。俺がそう答えると、遠藤は短く、だろうな、とだけ言った。それ以上は何も続けない。そのやりとりの後、少し間があってから、もう一つのベッドから布団の擦れる音がした。工藤が眠そうな声を漏らしながら起き上がった。頭を押さえたまま、しばらくぼんやりと部屋の中を見回していた。なんかさ、やがて小さくつぶやく。変な夢見た気がするんだよな。俺は思わずそっちを見た。覚えてるか？そう聞くと、工藤は少しだけ考え込むような顔をした後、首を横に振った。いやー、なんとなくしか、つうか、思い出そうとすると消えるんだよな。その言い方に、昨夜の話が頭をよぎる。十字架みたいなものに固定をされて、周りに何かが回っていたという夢。あの時は冗談半分みたいに聞いていたけれど、今はどうにも笑えない。まあいいや、腹減ったし。工藤はそれ以上気にする様子もなく立ち上がり、軽く体を伸ばした。いつもの調子に戻っているのが分かって少しだけ気が緩む。遠藤は何も言わず、ただ一度だけ工藤の様子を見て、それから視線を外した。チェックアウトの時間になり、俺たちはフロントへと向かった。ロビーは相変わらず静かで、数人の客とスタッフがいるにもかかわらず、妙に音が少ない。人の気配があるのに、それがうまく混ざっていないような、不自然な静けさだった。カウンターに立つと別の従業員が対応した。昨日の人物ではないが、雰囲気は似ている。無駄な表情がなく、動きもどこか機械的だった。簡単な英語でやり取りをしながらカードを差し出す。Thank you。伝票に目を落とし何かを確認している。その時だった。ほんの一瞬空気が引っかかったような感覚があった。バー、トゥラ。小さな音。ほとんど聞き取れないくらいの声だった。俺は思わず顔を上げる。今、何か言いました？俺がそう聞くと、従業員は何も変わらない表情のままこちらを見返した。No thank you。発音も間も自然だった。さっきの声とはまるで別のものみたいに。一瞬だけ迷ったが、それ以上は何も言えなかった。いや、大丈夫です。自分でもよくわからないままそう返した。カードを受け取ってカウンターを離れる。ホテルを出て
しばらく歩いた後だった。さっきまでの違和感が完全に消えたわけではない。けれど、外の空気に触れているうちに、少しずつ現実に引き戻されていく感覚があった。そんな中で、後ろから工藤が声をかけてきた。なあ。振り返ると、少しだけ考え込むような、そんな顔をしていた。さっきのさ、なんか、聞こえなかったか？心臓が一瞬だけ強くなった。何が？俺がそう聞き返すと、工藤は少し言葉を探すように視線を泳がせた。わかんねえんだけど、なんか聞いたことある感じの。そこまで言って首を振った。いや、やっぱ気のせいかも。忘れていいわ。無理やり納得させるように言ってすぐに歩き出す。その背中を見ながら俺は何も言えなかった。気のせいで片付けるには妙に引っかかる。その後俺たちは予定通り観光に行った。市場は賑やかで、さっきまでの重たい空気が嘘みたいだった。屋台の匂い、色とりどりの布や装飾品、人の声、どこを見ても非日常で、海外に来ている実感がようやく戻ってきた。工藤はすっかり調子を取り戻していて、気になるものを見つけるたびに足を止めては、楽しそうに声を上げていた。やっぱ、こういうのいいな。そう言いながら手に取ったのは一つの仮面だった。人の顔を催しているはずなのに、どこか歪んでいる。目の位置が微妙にずれていて、口元は不自然に固定されているようにも見えた。俺はその仮面を見た瞬間、妙な既視感を覚えた。なあ。気づいたら声に出していた。こういうのってさ。仮面から目を離さずに俺はこう続けた。もっと奥行った方が面白いんじゃね？観光客向けの場所ではなくて、もっとローカルな場所。作られていないものがあるところ。そして工藤がすぐに反応した。いいじゃんそれ。せっかく来たんだしな。工藤はいつもの軽いノリで同意をする。その横で遠藤は少しだけ間を置いてから口を開いた。やめとけ。短い言葉だった。何遠藤、ビビってんの？軽くからかうように言うと、遠藤はすぐに首を振った。ちげえよ。それだけ言って少しだけ間を置く。その後さっきよりもはっきりとした口調で続けた。やめとけって言ってんだよ。その言い方にほんの少しだけ空気が変わった。けれど、工藤は気にした様子もなく肩をすくめた。大丈夫だってば。ちょっと見るだけだし。俺もつられて言う。そうそう、せっかく来たんだし。遠藤はそれ以上は何も言わなかった。ただ、小さく息を吐いてから低くつぶやく。はぁ、知らねえぞ。その一言だけが妙に引っかかった。市場を抜けて俺たちは少しずつ人通りの少ない方へと歩いていった。観光客の姿は減り、店もまばらになる。代わりに同じような模様や装飾があちこちで目につくようになっていく。円を描くような形、繰り返される配置。それはどこかで見たような感覚が少しずつ強くなる。すれ違う現地の人間たちは誰一人として目を合わせようとはしなかった。その空気が
さっきまでの場所とは明らかに違う。なんか雰囲気変わったな。俺がそう言うと、工藤も小さくうなずいた。そうだな。その時だった。すぐ横を通り過ぎた誰かが、ほんの小さな声で何かをつぶやいたんだ。ナバシッドゥラ。はっきりと聞こえた。今度は間違いではなかった。俺と工藤は同時に振り返った。そこには誰もいなかった。俺、あれ知ってる。その一言で空気が一気に冷えた。今のって。工藤の声はさっきまでとは明らかに違っていた。軽さが消えて何かを確かめるような響きに変わっていたんだ。そのまま立ち止まり、振り返った先をじっと見つめながらゆっくりと言葉を続けた。さっきのあれ、知ってる気がする。その言い方に嫌な予感が胸の奥にじわじわと広がった。知ってるって何を？俺がそう聞くと、工藤はすぐには答えなかった。少しだけ考え込むように眉を寄せ、それから小さく息を吐く。わかんねえ。でも、聞いたことあるんだよな。一拍置いて、はっきりと言った。あ、夢だ。その瞬間、昨夜の話が頭の中でつながった。十字架みたいなものに固定されて、周りを何かが回っていた夢。そして、その中で聞いたはずの言葉。さっきの、それだと思う。工藤の声は小さいが、確信に近いものがあった。俺は無意識に周囲を見回す。人はいる。けれど、その誰もがこちらを見ていなかった。いや、違う。見ていないようにしているんだ。視線が合いそうになる瞬間だけ、わずかにそらされる。その不自然さに気づいたとき、遠藤が一歩前へ出た。戻るぞ。低く、抑えた声だった。え？思わず聞き返す。今すぐだ。言い方がいつもと違った。理由も説明もない。ただ、今すぐという言葉だけが強く残った。いや、でも。俺が言いかけたところで、遠藤はわずかに眉を寄せた。戻る。短く言い切る。その強さにさすがに空気が変わった。けれど、その時だった。背後でピタリと足音が止まった。振り返ると、数人の現地の人間が少し離れた位置に立っていた。さっきまでそこにいなかったはずなのに、気づけばそこにいる。そして全員無表情だった。何も言わずに、ただこちらを見ている。なあ。工藤が小さく言う。これ、やばくね？その言葉に答える前に別の方向からも気配がした。横、後ろ、斜め。視界の端で人影が増えていく。一人や二人ではない。ゆっくりと確実に囲まれていく。逃げ道はあるはずなのに、なぜかそっちに行ってはいけないような、そんな圧があった。空気が重い。そして遠藤がもう一歩前へ出た。下がれ。低く言い放つ。その声に反応するように、周囲の人間たちが同時に動いた。バラバラじゃない。同じ方向へ、同じ速度で。まるで円を描くように。その動きに背筋が冷たくなった。
工藤。俺は小さく呼ぶ。これ、あれじゃないか。工藤は短く答えた。ああ、夢のやつだ。気づいた時には足元の地面が変わっていた。さっきまでの舗装された道ではない。土の色が濃く踏み固められている。よく見ると円を描くように擦れた跡があった。何度も同じ場所を回ったような跡。俺は反射的に一歩下がろうとした。その瞬間、肩に手が触れた。思わず振り払おうとはするが、予想以上に強い力で掴まれた。ちょっと、離せって。言葉が通じているのかわからない。それでも声を上げるが、相手は何も反応をしない。ただ静かに俺の位置を動かそうとする。おい、やめろって。さらに腕を掴まれる。一つではない。二つ、三つと触れる手が増えていく。気がつけば完全に動きを制限されていた。力を込めてもビクリともしない。くそ！歯を食いしばる。そして遠藤が動こうとした。その瞬間、目の前に一人が立ちはだかった。無表情でピタリと、一歩も引かない。そして遠藤の動きが一瞬止まる。その隙だった。体が押される。一気に中心へと。そして俺は気づけば、円の真ん中に立たされていた。おい、やめろって。工藤の声が遠くから聞こえる。そして遠藤も何かを言っている。でも、距離の感覚がおかしい。さっきまで近くにいたはずなのに、妙に遠い。周囲の人間たちがゆっくりと動き出す。円を描くように同じリズムで歩き始める。足音が揃っている。そしてその中に声が混ざった。最初は小さく、そしてやがてはっきりと。ナバシトゥラ。一人。ナバシトゥラ。また一人。ナバシトゥラ。それが重なっていく。同じ言葉が少しずつずれながら何重にも響く。耳で聞いているのか、頭の中で鳴っているのかわからなかった。不快な振動みたいに意識の奥に入り込んでくる。体が動かない。足が地面に張り付いたみたいに力が入らないんだ。視界の端がわずかに歪み始める。円の動きが速くなったように見えた。でも実際は変わっていない。感覚だけがずれているんだ。ナバシトゥラ。声が重なる。完全に一つの音になる。こいつらは何かを呼んでいるんだ。そう思った瞬間、視界の端で何かが動いた。円の外側、人と人の隙間。そこにいないはずの何かが混ざっているんだ。それに気づいた瞬間、心臓が強く跳ねた。来るぞ！工藤の声が震えていた。これ、完全に同じだ。そう、あの夢と。その瞬間、円の動きがピタリと止まった。声も同時に消える。静寂。さっきまでの音が嘘みたいに何も聞こえなくなった。その中心で俺は動けないまま立っている。正面の人垣がゆっくりと左右に開いた。道ができる。その奥から何かが近づいてくる。足音はしない。ただ
距離だけが詰まってくる。まだ遠いはずなのに、もう近い。そして姿が見えた。人の形。でも、人じゃなかった。顔はある。目も、口もある。なのに、全部が微妙にずれているんだ。片方の目だけが、まっすぐこちらを見ていた。そしてもう片方は、どこを見ているのかわからない。口元は笑っている。でも、その形は一切変わらない。張り付いたような笑み。そしてそいつが止まる。俺の目の前で。ナバシトゥラ。その声は耳ではなくて頭の奥に直接響いた。理解した瞬間、背筋が凍る。おい！工藤の声がする。やべえ、これ。その言葉の意味を完全に理解するより先に、それがゆっくりと手を挙げた。動きは緩慢なのに、距離だけが異様に近い。ほんの少し腕を伸ばせば、触れられる位置にもう来ているんだ。指の間に細いものが握られていた。針のように細く、先端だけが不自然に鋭い。光を反射しているわけでもないのに、その尖りだけがはっきりとわかる。そしてそれがゆっくりと持ち上がる。俺の顔の高さまで。逃げなきゃいけない。頭ではわかっているのに、体が全く動かないんだ。瞬きすらできない。視界の中心にその先端が入る。ピントがそこに合ってしまう。来る。そう理解した瞬間、時間の流れが引き伸ばされたように感じた。ゆっくりと、ほんの少しずつ、その先端が近づいてくる。あと数センチ、数ミリ。その距離が異様に長い。その時不意に気づいた。周りの連中がまた動き出しているんだ。ゆっくりと円を描くように。さっきと同じ動き、さっきと同じリズム。ただ一つ違うのは、視界がそれに引っ張られているということだった。世界が俺を中心にして円を描いている。いや、違う。俺が中心にされている。その感覚に気づいた瞬間、吐き気に似た不快感がこみ上げた。ナバシトゥラ。声が重なる。それはさっきよりも低く、重く、近い。その中で、それだけが動かない。目の前でじっとこちらを見ている。片方の目だけで。そのまま先端がさらに近づいた。あとほんのわずか。触れる。そう思った瞬間、ピタリと止まった。完全に動きが止まったんだ。先端は目のすぐ前で静止している。ほんの紙一枚分もない距離だった。なのに、それ以上は来ない。時間が止まったみたいだった。その後で、やめろ。声が遅れて聞こえた。それは遠藤の声だった。次の瞬間、何かが弾けたような音がした。視界がぐらっと揺れる。円が崩れる。周りの動きが乱れた。おい、こっちだ！工藤の声が今度ははっきりと聞こえた。誰かに腕を強く引かれる。そして体がようやく動いた。足の感覚も戻る。俺は引きずられるようにしてその場から離れた。振り返ろうとはしたが、無理やり前を向かされた。見るな。遠藤の声だった。さっきよりも強い。ほとんど怒鳴り声に近かった。そのまま走る。
どれくらい走ったのかわからない。気づいた時には、さっきまでいた場所とは全く違う通りに出ていた。人通りも増えていて、さっきの異様な空気はどこにもない。3人ともその場で足を止める。しばらくは誰も何も言えなかった。荒い呼吸だけが響く。するとやがて工藤が口を開いた。なあ。声が震えていた。今の完全に俺の夢と同じだった。俺は何も答えられなかった。代わりに遠藤の方を見る。遠藤は珍しく表情を崩していた。わずかに眉を寄せ、舌打ちを一つする。面倒なの連れてきたな。低くそうつぶやいた。その言葉の意味を聞く余裕はなかった。ただ一つだけはっきりとしていることがある。さっきのは偶然ではない。その後俺たちはほとんど何も話さずにホテルへ戻り、荷物をまとめるとそのまま空港へと向かった。観光の予定はすべてキャンセルした。誰も文句は言わなかった。そして日本に着いたのはその日の夜だった。空港に降り立った瞬間、ようやく戻ってきたという実感が湧く。空気も匂いも音も全部が違う。それだけで少しだけ気が緩んだ。荷物を受け取り、出口へ向かいながらようやく会話が戻った。海外憧れてたけどさ。工藤が苦笑いしながら言う。もう行きたくねえわ。俺も小さく笑った。まあな、俺もコリゴリだわ。今回はマジで死ぬかと思った。遠藤が前を見たまま言った。だから言ったんだよ。少しだけ間を置いて続ける。あの言葉な。ナバシトゥラ。足がほんの少しだけ止まりかける。それでも遠藤は構わず続けた。普通のもんじゃねえんだ。短くそれだけを言う。工藤が眉を潜めた。じゃあ何なんだよ。遠藤はすぐには答えなかった。少しだけ考えるようにしてから低く言う。呼ぶ側の言葉だ。それ以上は言わなかった。でもそれだけで十分だった。あの時お前が言ってたんだ。鏡に向かって。工藤の顔が少しだけこわばる。ああ、そういうことか。それで繋がったんだ。短い説明。でも、妙に納得してしまう。遠藤はそのまま、今度は俺の方をちらりと見た。一回じゃ終わらねえんだ。だから、次はお前に来た。背筋に冷たいものが走った。あの連中は？と、俺が聞くと、遠藤は小さく息を吐いた。ああ、知ってる側だな。それだけを言って話を切る。それ以上は何も言わなかった。そして少しの沈黙の後、工藤がわざとらしく声を上げた。まあ、生きてんだからさ、それでいいじゃん。その軽さに俺は少しだけ救われた。思わず笑ってしまう。今回危ない目にあったのもお前のせいだろ。遠藤も小さく続けた。本当だよ。工藤は肩をすくめる。悪い悪い。次こそは何も起きない旅行にしたいもんだな。そう言いながら
俺たちは歩き出した。そしてふと横のガラスに視線が映る。三人で歩いている。そのはずだった。その中で一人だけ笑っていない顔が混ざっている気がした。